チャンネル高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。来ていただいてありがとうございます。本日は戦争反対、高市総理は即刻辞任せよということでちょっと主張の強いタイトルになってしまったんですが、皆さんご知っての通り、高市総理の発言が中国の猛批判を浴び、渡航自粛の呼びかけや G12 での、20での会談予定がなくなるなどの事態に発展しました。一方でネット上では中国の主張を無批判に拡散する人々が台湾の当事者からご批判を受けるなどの事態も起きています。未曾有の国難、高市早苗総理大臣に我々はどう対処するか、国際ニュースも挟みつつ、話していこうと思います。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑う意図は一切ありません。特に今回の場合は、中国や台湾に対する悪意というかですね、ヘイトスピーチには反対しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、皆様お集まりいただきましてありがとうございます。しょうがさん、もちもちさん、ミニラトルさん、ジューさん、ペタス、鳥さん、ペタスさん、伊沢さん、音花風花さん、キャミフさん、江戸川ポーさん、コンカラスです。ジューかっこ鳥さん、初コメありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。来ていただいてありがとうございます。こんな感じのサムネイルでちょっとタイトルなんですが、お付き合いいただければと思います。徴兵反対、赤髪反対ということですね。今晩高市ショックでトリプル、安唯一の取り柄の株価すら暴落気味だそうですね。はい。経済問題でね、やっぱり本当に、勝手に辞任するのではないかという期待も込めつつなんですけれども、はい。そう、撤回してもね、ダメなんです。もはや撤回できないと思います。撤回できないんで、辞任するしかないですよ。ということを先に言ってしまいますが。はい。溶剤の匂いをダイレクトに嗅いでしまう。頭がフラフラする。それは気をつけてください。本当気をつけてください。皆様も本当ね、今体調崩しやすい時期になっております。私もニュースを見ていて体調がね、本当なんかあんまり良くないのですが、頑張ってやっていこうと思います。皆さん無理しないでください。アクエリアスヨッチャンさん、コンカラスです。ということで、いや、本当ね、トップがひどいとここまでひどくなるのかっていう、ちょっと絶望的な気持ちになってますけどね。はい。ということで、今回の、署名やリンク集につきましては、Google ドキュメントにまとめておりますので、皆様よかったらチェックしてみてください。ということでですね、トラスショックとはね、私もね、日本のリーズトラスだと思ってるので、さっさとやめてほしいとしかもう、思わないんですけど、はい。溶剤の匂いで変更を思い出しました。ありがとう。変更も見ていただいてありがとうございます。台湾のですね、戒厳令時代を描いた、実況ゲームをですね、音花風花さんと実況させていただいておりますので、よかったらそちらもよろしくお願いいたします。狼山清十一郎さん、ナミさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。高市謝れ、俺も土下座するから一緒にやれって。いやー、米国もそうですけど、本当ね、本当でそういうとこまでトランプと似なくていいよという話ですね。はい。ということで、いつも通りですね、まずはアメリカとパレスチナのお話から少し入っていきまして、その後、高市さんの話をしようと思っております。まだ2ヶ月しか経ってないんですよね。はい。ということで、崩壊した建物、消えた人々、灰色の街、初めてのガザに記者が見た惨状ということで、朝日新聞が衝撃的な動画をアップしましたので、そちらちょっと見ていただきたいと思います。I often visit the front lines in Ukraine. I've been
I'm hearing it's bad. パレスチナ自治区ガザ市近郊に来ています。私の後ろご覧の通り、多くの建物が空爆や攻撃によって破壊され、中には黒く焼け焦げた建物も確認できます。イスラエルとイスラム組織ハマスは約2年にわたってこちらで戦闘を続け、先月から停戦が発行されているんですけれども、まだ停戦が維持されるのかどうか、そういった点はまだ不透明な状況が続いています。こちらガザ市では多い時には約100万人の住民の方が住んでいたというガザでも最大都市というふうに言われているんですが、現在私が滞在して取材をしている限りでは住民の姿は確認することはできません。戦闘の凄まじさを物語るような光景が続いている、広がっているというふうに言えます。I'll be doing a quick stand up right now just to explain what we're seeing and where we at. はい。ということで、今のガザ市にですね、ようやくというか、朝日新聞の記者が、イスラエル軍同行の上なんですけれども、取材しまして、そうですね、砂と灰しかない現状が、報道されました。はい。牛尾さん、ケイトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。はい。ですね、本当に見ての通りの状況なんですけれども、これがですね、ずっと国際的に報道されず、SNS などでは私たちは知っていたんですけれども、改めて見ると、本当衝撃的というほかないですよね。そう、ペンペングサも生えないですし、これが復興するというイメージがもう、やはりあまり思い浮かべないですね。はい。高市早苗さんについてなんですが、韓国のですね、パククネさんっていう人がいたんですけど、近い立ち位置になってしまうんじゃないかという懸念は私もあります。なので、女性総理がね、また出現するのにはまた時間がかかったりしたら嫌ですよね。はい。ですね。いや、本当ね、高市さんと小野田さんが辞任しないと、日本でもこういうね、状況が広がるかもしれないんですよ。本当シャレにならないから辞任してほしいということなんですが、イスラエルが破壊したのはですね、建物と人々、ただの建物だけではありませんでした。イスラエルがガザの歴史的宮殿を破壊、2万点以上の遺物が略奪されるというニュースが入りました。イスラエルによる2年に及ぶ戦争中、ガザの歴史的文化的遺産もイスラエルの爆撃を免れず、戦死時代からオスマン帝国時代に至る2万点以上の貴重な遺物が消失略奪されたとアナドル通信が報じました。ガザ政府報道局長の、アルサワブテ氏は10日、アナドル通信に対し、イスラエル軍はパレスチナ人のアイデンティティを抹消する政策の一環としてガザの考古学的遺跡を組織的かつ広範囲に破壊してきたと語ったと。公式データによれば、イスラエル軍はガザ地区で316以上の考古学遺跡、建造物を完全にまたは部分的に破壊し、その大半はマムルーク朝オスマン帝国時代に遡り、その他はイスラム初期やビザンツ時代にまで遡るという。完全にもう取り返しがつかないですね。歴史的遺構が粉々になってしまったということです。分かりきった結果ではあったんですけども、こうして改めて示されると衝撃的なものがあります。はい。本当やってることがね、ISIS とあんまり変わらないですよね。奴らも歴史的建造物とか破壊しまくって、タリバンも破壊してましたけど、なんでこういうことができるのかなっていう、話ですよね。はい。こういったものにですね、何の価値も見出してないし、ジェノサイドの一環として、こうした、パレスチナの歴史を破壊するっていうことが真の目的だったのかなというふうに思います。
秀臣さん、コンカラスです。国内の報道がしっかりしていないから、高市内閣の広さを理解している人がほとんどいないように見えます。そうですね。それは高市さんのところで触れますが、ほんと国内の報道ひどいですよね。だからこういうのだってさ、日本のメディアがもう報道してもいいぐらいなんですけれども、こうやってね、ミドルイーストモニターっていう記事です。報道機関ですけれども、こういう中東系のね、メディアしか報道しないわけですよね。はい。そう、オスマンディア、ビザンツの領土だった歴史ある地域なんですよ。で、こういうとこから略奪してるんですかね。全部更地にして自分たちの楽園を作りたいとしか思えないですね。はい。高市さんやトランプやネタニヤフの姿を見てああなりたいと思っているのではないか。いやー、でも独裁者同士って惹かれ合うって言いますからね。まあ、習近平とトランプは習近平に密かに憧れてるだろうっていうのは言われていて、トランプって妙に習近平の前だとつつましいんですよ。だからおっかない恐れてるっていうのはあるんですけれども、おそらくね、習に憧れてるんじゃないかということは言われてますね。はい。いや、ほんとガザの人たちの苦しみはいかばかりかと。ね、今までにもそう、貴重な文化遺産がこういう暴虐によって奪われてきたわけですよね。はい。だからなんかね、アラブのテロリストがどうとかってイスラエルは言いますけれども、同じことしてると思いますよね。はい。で、こちらドロップサイトですが、アメリカはガザをイスラエルと国際的な軍事統制下のグリーンゾーンと廃墟と化し、ほぼ全住民が避難させられたレッドゾーンに長期間に分割する計画を立てているとガーディアンが漏洩したセントコム文書を引用して報じられています。これちょっと以前にもですね、似たような報道があったんですが、今回ですね、新たに文書が漏洩して、ほぼ決まりだというような続報が出ました。イスラエルが統制するイエローラインと言われるところの東側で、外国軍がイスラエル軍と共に展開し、再建は緑のゾーンに限定されると記述されています。ワシントンは2万人の国際安定化軍のための国連の委任を確保することを望んでいますが、欧州諸国は大規模な部隊派遣には消極的であり、現時点でイタリアのみが関心を示していると。誰もやりたくないわけですね。実際ガザを再建するとは言ってますけれども。ね、見ての通りなんですけれども、ガザ地区ってこの、ちょっとハンマーのようなですね、形をした独特の、人工的にだからイスラエルが勝手に区切った地域なんですけど、そこのですね、再犯が先ほど見た映像のように破壊されたんですよ。で、イスラエルが勝手にこのイエローのラインっていうのを引いて、イエローのラインを越えたやつを射殺するって言ってですね、先ほどの崩壊した建物の中を歩いている人たちを射殺したりしているんですけれども、だからどこがイエローのラインか分かんないでしょ、この状態だったら。誰も分かんないんですよ、イスラエル軍以外は。で、誰も分かんないのに、このレッドゾーンの中に人々を閉じ込めておいて、このグリーンゾーンに関しては、勝手に再開発するみたいな、入植地にするのか知りませんが、ガザの人たちのことは知ったことじゃないというような、態度をとっているようです。いやー、すごいですね。これが本当の目的だったんでしょうね。ガザを侵略して、大半を自分たちのものにして、実効支配するということですよね。西岸でも今度はこれをやり始めるのではないかとちょっと懸念されております。ボンボンさん、コンカラスです。先週から起きているタイとカンボジアの軍事衝突も気になります。いや、そうですよね。だからアジアの平和が本当に崩れるかもしれないですよね。このままいくと。勘弁してほしいです。はい。アパルトヘイト地区、ゲット地区っていう、とかですね、ホロコーストであるとか言われていますからね、ガザ地区っていうのがね。はい。本当どこまでも残虐すぎますよね。で、今、ガザの人たちがじゃあどうやってレッドゾーンの中で暮らしてるかっていうことなんですけど、私にもね、こういう映像が結構断続的に送られてくるんですけれども、見ての通りです。テントがあるので、テントを支給されているので、このテントもね、とんでもない法外な値段で売られていた時期があったんですけど、テント買うじゃないですか。で、テントを買って、その中に住んでおられるんですけど、雨が降ると、こうなるんですよ。で、ガザ地区って今、冬の前で雨季に入っているので、水とかが水浸しになってですね、荷物とかも全部こうぐちゃぐちゃになってしまうんですよね。はい。非常に痛ましいですが、だからね、この状態をなんとかしないと、停戦してもですね、結局みんながずっとその戦時下の暮らしとあんまり変わらないんですよ。
食料は少しずつ入ってくるように確かになってはいるんですみたいなんですけれども、住居がこのありさまではですね、食べ物もすぐ腐ってしまうし、寒いし、これから冬だから凍えてしまうんですよね。はい、どうにもならないという状況だと思います。ニルマナさんこんにちは。来ていただいてありがとうございます。いや、俺を放置してるのがね、やっぱり人間としてね、どうなのかという話ですし、で、まずみんななぜテントのことばかり話しているのかという話でもあるんですよ。で、なぜ人々に最低限の尊厳ある生活を提供するために移動式住宅が導入されないのか。テントは人間の生活に適してはいません。雨や寒さには耐えられず、洪水や病気から子供を守ることはできない。ここにいる人々は本物のシェルターが必要ですと。で、実際こういうものあるんですよ。作って、被災地用とかにもよくあるじゃないですか。プレハブのですね、小屋が用意されて運び込む用意をしてるんですけれども、世界は安全で移動可能な住宅を提供する能力を十分に持っているが、ガザに届くのは最も安価で脆弱なテントばかりだと。ガザの人々にはもはや家が必要でありテントではないのだと。こういうものを運ばせないっていうのもですね、おそらくイスラエルの策略なんだろうなと思います。復興支援の気力をなくさせて外国とかに移住させることを目論んでるんじゃないかなと言われてます。はい。そうですね、感染症も本当心配なんですよね。北海道パレスチナ医療奉仕団というところにちょっと私勝手にお邪魔したりとかしてるんですけど、またね西岸地区行くられるらしいんですけど、そこの猫塚先生っていう方がやっぱり衛生状態が良くないので、とにかく感染症がねひどく流行ったりして、コロナもあったし、ガザの人たちはそうやって感染症で亡くなってる方も多いということを言われておりました。結局のところ侵略した方が得してね、そうなんですよね。そこが本当に腹立つとこなんですけど、これなんですよ。トランプが何をやってるかというと、サウジアラビア王家と様と相談しているそうです。実際ガザを開発するとはさすがに言ってないですよ。サウジは一応そのパレスチナの人たちに配慮しろと言っているので、はい。トランプの不動産会社がサウジ都市ディルイリアの大規模開発プロジェクトに参加し、サウジ政府と契約が間近だそうです。トランプ家は他にジェッダでトランプタワー設立、リヤドで2件の大型開発、現実スーダン虐殺に加担していることが明らかになったドバイでもトランプホテルタワーを建設し、カタールでゴルフ場を建設。いや、お前はこのために大統領になったのか。いや、本当にこのために多分大統領になってるんですけど、いやー、ひどすぎる。全部私物化してますね、これは。だからサウジマネーを使ってですね、もう自分たちの建物とか不動産とかをですね、バチバチ立ててビジネスしましょうみたいなことを、おそらくガザや西岸でも目論んでるんではないかなと言われております。いや、ほんとね、国連ここでやっぱり持たなかったら、最後に国連の話しようと思ってるんですけど、もはやね、解体されちゃうかもしれないし、いや、なんとか踏ん張ってほしいですね。はい。そう、足からだんだん病気が広がってきたりするから、本当ね、テントに抱きしちゃダメなんですよ。はい。この利益さえ上げれば人を平然と踏みにじるが、資本主義のなんか究極の姿みたいな感じですよね。ここまで腐敗するんだっていうですね。はい。いやー、本当アメリカのね、判断ミスが世界を壊してますよね。バイデンに続き2人、バイデン、トランプ、バイデンですからね。バイデン、トランプ、バイデン、トランプですからね。いい加減にしてほしいよ。本当に。大統領就任してから資産倍。そういう話も出てますね。はい。そう結局ね、自分の私腹を肥やすために戦争してると言われても仕方がないですよね。ここまでやってしまったら。ただ、最近トランプさん、これ性犯罪者の話が出てくるんで、ちょっと詳しく取り上げないんですけど、エプスタインファイルというものが部分公開されまして、かいつまんで言うとですね、チャイルドマレスターで凶悪な性犯罪者でもう死んでるんですけど、エプスタインという人物と、トランプさんが交友があることが、前から言われていたんですけれども、結構、深い交友があったということが改めて明らかになったということです。トランプはトランプで、本人性犯罪者なんですが、エプスタインとはそういった犯罪的な関わりはなかったというふうに言われてますが、一部の人たちがトランプファンの人たちがですね、エプスタイン彼ら大嫌いなんで、絶対トランプ許せんと、我々、はトランプをですね、エプスタインと戦う正義の戦士だと思ってたのに、トランプ様が裏切ったと言って、
まあ大騒ぎになってます。今更かって感じだし、エプスタインと仲いいのを私3年4年ぐらい前から知ってたんですけどよくわからないんですが、まあ、アメリカのメディアはですね、さっきの、サウジアラビアのサルマン王子に対して、カショギさんというですね、民主主義の方を、ジャーナリストの方を殺害した事件があったんですけど、ちょっと今ツイッターが調子悪いな、出ないんですけども、サウジアラビアのですね、その、犯人であると知られているサウラマン王子とトランプが取引したというような報道の仕方をしていまして、ワシントンポストはですね、明らかにトランプ批判に傾いていると。だからわざわざその、相手の犯罪歴とかを上げつらってですね、まあ、トランプを非難する方向で、書くようになってきてるわけですね。まあ、少しはなんか朝日新聞とかにも見習ってほしいですが、はい。なので、メディアは結構トランプに怯えて、トランプの味方してたりしてたんですけれども、まあ、いよいよ流れが変わってきたし、まあ、トランプの支持率、どんどん下がっているらしいので、まあ、その流れが少し続いてくれればいいかなと思います。ゴゴプリサコンカラスです。大金持ちの人権を無視したマネーゲームに絶対反対します。いや、ほんとダメですよね。トランプを支持するビリオネアを許しちゃダメですよ。エプスタイン文書はね、だから意外とというか、その本人が性犯罪に直接エプスタインのやつに関わってたわけじゃないから、まあ公開したんでしょうけれども、でもね、そう、ヘズマ流に投票したのにヘズマがやばいやつって知ったみたいな、感じなんですよね、マガの人たちは。いや。最初からそういうやつだって分かってたじゃんって、エプスタインと仲良しだって知ってたよ、みんなっていう。はい。まあでもマガの人たち本当に動揺しててちょっとびっくりしましたね。なんかエプスタインのことは本当に嫌ってたんだなっていう。まあ犯罪者なんでね、凶悪なのでそりゃね、そうなんですが、ちなみにアンドルー皇太子でしたっけ？イギリスの皇太子は王位を剥奪されております。はい。で、まあ、ただですね、そんな状況の中でなんか調子に乗ってる人がいたので晒しておきたいのですが、ドイツ政府がイスラエルの武器輸出を再開したそうです。ハマスとの停戦が安定したと。ドイツ政府は17日、イスラエル向け武器輸出を24日から再開すると発表しました。コルネリウス報道官はイスラエルとイスラム組織ハマスの停戦がここ数週間で安定したと述べ、今後は案件ごとに審査する従来の対応に戻すという。安定したって何よ。安定したなら武器いらないでしょ。言ってることおかしくないですか、この人。停戦しましたよね。停戦して、まあ今の先ほどの朝日新聞の動画でも、240名が停戦後に、まあなぜか死亡しているというような、いや、イスラエルが殺してんだろうという話なんですけれども、状況にあるんですよ。で、このタイミングでだからドイツが武器輸出を再開するって。何サムズアップしてんだよというですね、まあ写真の選び方にちょっと悪意を感じるのですが、はい。だからまあドイツはですね、ホロコーストの反省からイスラエルを強く支持してきたみたいな、ことが書かれているんですけれども、本当に反省しないですね。まあここまでこの2年間で、まあ前も言ったんですけど、アメリカ以上に評判を落としたのはドイツだと思います。まあ正義とね、人権、歴史反省みたいなのが売りだったのに、もう完全にあれな、政府だったとバレてしまいましたからね。まあ AFD も台頭してるし、ドイツの明日は暗いのではないかなと思います。まあ武器輸出はやめてください。はい。いやー、まあメダニみたいな人はドイツから出ないんじゃないですかね。アメリカからはね、まだああいう人が出る底力はあるみたいだけど、ドイツはなんか無理そうですね。いや、ほんとそこまでしてイスラエルの味方したいのかよって気がしますよね。本当にホロコースト発生するならイスラエルを支援しないだろっていう話なんですよね。まあただですね、日本ではちょっとだけいい動きもあって、愛知県がイスラエルと行ってきたマッチングプログラムを終了すると決定しました。まあちょっと遅すぎるんですけどね、ようやく大村さん動いたらしくて、イスラエル大使館のホームページのニュースの欄を見ると、現在もイスラエルは軍事分野、文化領域、民間職、鉄系をはじめ日本でも様々な領域でロビー活動を行っているんですが、年内限りで、ガザとのですね、連携支援事業を愛知県やってたんですけれども、やめるそうです。はい。虐殺経済には BDS で脳を突きつけていきましょう。はい。で、
今度ですね、映画手に魂を込め歩いてみればという映画がですね、全国公開されます。ちょっとこちら、まだ私も12月公開なんで見てないですが、大変な傑作だという評判でございまして、ガザ地区で生まれ育った24歳のフォトジャーナリストファトマ・ハッスーナさんについての映画となっております。で、こちらクラファンドやってますので、よかったら、余裕のある方はね、もちろん余裕のある方だけで結構ですけども、参加してみてください。この作品はドキュメンタリーフィクション問わず近年のパレスチナ映画の中でも特にガザをテーマとする作品の中でも出色の作品だと思っております。この主人公はフォトジャーナリストの女性ですが、ガザの若い世代の誰もが今の若者だけではなくどの時代の若者もずっと外の世界に触れたいと希望していました。しかしそれはほぼ叶わず、中年に初老に老人になった、世界とのつながりを求め、あるいは諦めた、そんなガザの人たちがそれでも世界を知ろうとし、広い考えを持とうとしている姿が本当に痛々しく切なく、そして敬服する。こんなに生きるとはを考えてきた人間の集団が他にあるのかと。だからあまりね、それをね、安全なところにいる我々が、称賛してはいけないのかもしれないですけど、藤原さんが言いたいのは、そういった過酷な状況でですね、ガザの人たちがいかにひたむきに生きてきたかっていうのを、この映画を通じて見ることができるということかなと思います。はい。私も必ず見たいと思っております。ということでですね、はい。サンセットブックコースさん、ここからステージ来ていただいてありがとうございます。いや、ニューヨークはね、腐っても自由の街でしたね。マムダニが当選するのは本当嬉しかったです。はい。やるじゃんと思って何目線だよという感じですが。まあ、ただね、アメリカと日本はあくまでもガザ虐殺の加担した側ですので、そこは勘違いしてはいけないですね。マムダニさんみたいな人が大統領になろうと首相になろうと、加害者側であることはもう動かせないですからね。はい。もうだから日本もドイツに追い越せみたいな状況だしね、いい加減にしてくれよっていう。そう、ビーガンとかね、だから一見リベラルな分野から手出してくるからね、本当気をつけた方がいいですよ。イスラエルってウォッシュしてくるんで、はい。ようやくあいつからイスラエルを引き剥がした、また一歩進みましたということで、反対運動して方々お疲れ様でした。マヨシさん、コカラスです。さっき名古屋の話してたんですけど、ですね、イスラエルと行ってたマッチングプログラムが終了するそうでございます。いやー、よかったです。はい。意外と日本の反イスラエル感情は西側世界で最高なんです。そうなんですよね。だからもったいないって言ったらちょっとおかしいかもしれないですけど、日本政府もっと強気で出ていいんですよ。だからもし高市さんが辞任してくれて政権交代がなかなかちょっと難しいのかなという気もしますけど、最近のあれを見てると行われるとしたら、ぜひともですねパレスチナに連帯していただきたいし、国家承認もすぐやっていただきたいなと思います。はい。こっちまだ公開してないですもんね。ネタニヤフ調書を見ました。お疲れ様です。ありがとうございます。最終的にトランプはクオモ支持を追いかけたのを払ってしまった。マムダリ最悪でしたよ。マムダリさ、じゃない、クオモ最悪でしたよね。まあ迷惑だったみたいですけどね、クオモ的にもさすがに。地味に毎週メール送った回ありました。毎週メール送ってくださってたことありがとうございます。本当いつもお疲れ様です。はい。ということでですね、とりあえず、というか、パレスチナとアメリカの話でございました。はい、動物実験反対の団体のサイトでもイスラエルが好意的に勝敗されていることとか、いや、あるんですよね。本当気をつけてくださいね。テック関係とかね、そういうエシカル関係は本当に多いので、気をつけた方がいいかと思います。はい。ということでですね、お待たせいたしました。はい。我らが、他の国と比べられないですけど、我らが最大の国難、高市早苗総理の答弁をめぐる日中の緊張の話をしたいと思います。ちょっと映像出るのでご注意ください。戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうる、ケースであると私は考えます。今月7日、台湾有事をめぐりこう答弁した高市総理。取り消す、あるいは撤回するというようなことをされた方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。特に撤回、取り消しをするつもりはございません。台湾有事は存立危機事態に当てはまるのか。歴代政権は明言を避けていて、高市総理も最悪のケースを想定したもの、従来の政府の立場と変わらないなどと釈明しています。しかし高市総理の答弁に対し中国側は強く反発。
先週13日には中国外務省の孫英東外務次官が金杉健二大使を呼び出して厳重に抗議し、発言の撤回を求めました。その翌日には、当面日本への渡航を控えるよう厳重に注意喚起する。理由について、日本の指導者が台湾問題に関して挑発的な発言を行い、中日間の人的交流の雰囲気を著しく悪化させたと主張しています。さらに昨日は中国教育省が日本への留学を慎重に検討するよう呼びかけたほか、文化観光省も日本への旅行を控えるよう注意喚起を行いました。中国側の相次ぐ対抗措置により、すでに日本行きの団体旅行が複数キャンセルになるなど影響が出始めています。個人の安全が最優先です。状況は変化し続けているので様子を見ます。私は気にしません。これは政治的な問題で、民間の文化交流と旅行に影響はないと思います。これまでもたびたび緊張の高まりを見せてきた日中関係。はい。ということで、高市さんのおかげでとんでもねえ事態になっております。高市総理の台湾有事答弁めぐり日中の緊張が高まり、中国が次々と対抗措置をするという、ちょっと近年なかった事態になってしまいました。高市首相の台湾発言で中国の反発続く、長期化なら経済に悪影響指摘もということで、高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言の中国側の反発が続いており、事態打開の目処が立たず、長期化すれば日本経済の悪影響を懸念する指摘が出ていると。木原稔官房長官は17日の記者会見で、観光留学への注意喚起について人的交流を萎縮させるかのような発表を首脳間で確認した戦略的互恵関係の推進的かつ安定的関係の構築、そういった方向性と相入れないと指摘し、中国側に適切な対応を求めたことを明らかにしたということなんですけど、木原のこの発言も大変問題があるんですけど、それは後で言います。留学を自粛しろと言ったり、観光客を自粛しろと言ったりですね、日本のおそらく GDP を 0.3% 以上押し下げるのではないかというふうに言われております。いやー、ここまでやるとはって開始1ヶ月2ヶ月ぐらいで経済が崩壊するかもしれないですねすげえよ、高市効果。ここまでなんかね、ガラッと変わる、舐めてましたよね。いや、ほんと舐めてましたよね。ここまでひどいと思ってなかったですよね。はい。いや、イスラエルのピンクウォッシュもひどいけどね、高市さんもひどい中国大使の言葉は擁護するつもりはない。もちろんですね、中国大使の言葉はね、私も擁護する気はないです。大使というか、中国側のね、発言に関しては私も擁護する気ないんで、それは後半で言います。ねえ、でもね、これどうやったらほんとこの人辞めさせられるんだろうって感じですよね。だって事態を収拾できないじゃないですか。だから撤回するなり、すぐ謝罪するなりすれば、済んでただけの話でおそらくあったのに、もはや後に引けなくなってしまって、事態がどんどん拡大してるわけですよね。いや、本当にろくでもないですよね。トランプに速攻はしご外されましたからね。はい。台湾も実際迷惑だと思いますよ。ライさんはね、かなり、高市さんに気を使ったコメント等をされてましたけど、すでに台湾の総統の方からもですね、中国やめてくれないかみたいなコメントが飛び出す事態となっております。で、共同調査、ロイターが報じてるんですが、台湾問題で中国の軍事対応、日本の国民の間で意見が分かれるということで、ただこのような状態の高市さんなんですけど、支持率が下がってるかっていうと逆なんですね。支持率が上昇してるんですよ。支持率が約、69.9% で前月の調査から 5.5 ポイント上昇しました。しかも、共同通信社の日曜日に、集団的自衛権を日本が放棄すべきかという恐るべきアンケートを行ったのですが、この調査で 48% が賛成し 44.2% が反対となりました。賛成派の方が多いのっていう、ちょっと各界に衝撃を与えたんですけれども、はい。ただこの共同通信の案件に関しては非常に問題があると、言われてまして、これ高市さんをね、どちらかというと擁護してる人のコメントがあったんですけど、読み上げますが、集団的自衛権を行使するとの考えは高市総理は言ってないと。存立危機事態になり得ると言っただけなのになぜ集団的自衛権の行使だと決めつけるのか。質問があまりに雑で不適切な上に日本の安全保障に大きく関わるのになぜメディアはこんな軽く質問をするのか。無責任すぎるだろうと。これは正論だと思います。
高市さんだってそこまで言ってないのに、まあ、集団的自衛権を行使しますかみたいな質問をして、しかも 48% が賛成するという。いやー、なんか戦争をマスコミが煽ったみたいなね、歴史書に書いてある話が目の前で繰り広げられてるなという感じでございますよね。池田対策船カラスです。今、中国にいる現地法人も身の安全を気をつけた方がいいですね。という。いやー、でも本当ね、現地にいる方々が心配ですよね。大丈夫かな、ちょっとぐるったかもしれません。失礼しました。だってこれ言わなくていいことをわざわざ言ったせいでそうなってるわけですし、そう。だからね、言わなくていいことを言っとえってこうなってるところがほんと救えないですよね。だから、中国に対して真っ当なことを言って、なんかいろいろあったんだったら、私だって、そんなね、きつく攻め立てるようなことは言わないと思いますけど、そうじゃないですからね。普通に、いらんことを言った結果、このようになっているんですよ。はい。いや、でも、ほんとね、このアンケートはね、取るべきじゃなかったと思いますよ。石破さんの80年代初夏で示された政府とマスコミが一体化することの懸念通りに進んでます。いや、そうですね。石破さんやっぱり鋭かったですよね。そこの警告もちゃんとしてましたもんね。はい。高市の国内アピールが思ったより広がりすぎて本人もどう収めればいいのかわからないんじゃないか。そりゃ放置しましたからね。そりゃそうなるでしょうね。高市さんよくぞ言ってくれた。中国に毅然とした態度最高ぐらいのは勢いなのかもしれないですけど、高市知事 69% 歴代屈指の高さ維持、物価対策対応評価朝日世論ということで、朝日新聞がなんか嬉しそうに書いているのであれなんですけど、なんかね、ご祝儀支持ですごく上がったのかと思いきや、そうでもなくてですね、微増してるみたいなんですよ。まあ 5% ぐらいまた増えてんですよね。だから最初のねブーストだけではない、なんかやっぱり評価されてる点があるんだろうっていうことなんですけど、物価高対策は違うだろうという感じですよね。ドセイクさん、コンカラスです。沖縄と本土がもし戦争になったら沖縄に味方しますと中国が予感するようなものなのかと。まあそれはそうなんですが、まあ、台湾有事の評価についてはともかく台湾有事の評価についてはですね、だから私も必ずしもその高市に全面的反対じゃ実はないんですよ。そこはね後で説明しますけど、いろいろ理由があるんで。そうなんだけど、で、今の状況下でなんで高市を支持するんですかって聞いたら、朝日新聞これ、有料部分に隠してやがるので探してしまいますが、高市首相に日中関係の改善を期待できる 43%、期待できない 44%。日中関係の改正を期待できるってどういうことなのこの状況だぞっていうですね。いや、なんかもうほんとファンタジーの世界に住んでますよね、ここまで行くと。だから、高市総理に、日中関係の改善って誤情なんでしょって。いや、今、ここまでなってますけど、大丈夫な感じなんでしょうか。ここから奇跡の大逆転が起きて、なんか習近平さんとまた握手できるんでしょうかね。まあ多分もう二度と会わないんじゃないかという気がしているのですけれども。はい。ね、ガソリンはちょっとだけ下がりました。なるほど。まあ、ガソリン対策がね、それ高市さんのせいじゃないんだけど、おかげじゃないんだけどな、評価されてるのかもしれないですね。はい。そう、石破恐ろしのきっかけは読売とね、毎日の報道でしたからね、本当マスコミが体制よく参加してますよね。改善の意味によるだろう。なるほど。改善を逆に捉えてては、中国を突っ張れたから良いと評価してる人はいるかもしれないですね。はい。まあ、ネット右翼の人たちはそうだと思いますけれども、ただね、まあ、高市さんがでも何を企んでいるかというと、やっぱり防衛費の増額なわけですよね。そういったことの評価ってまるでされてないですよね。防衛費の推移ってこれ見ての通りなんですけど、補正予算でまあさらに上乗せして、GDP560 兆円に対して、まあ11兆円にして 2% ぐらいにするつもりで、まあトランプはさらに上げろと言われているので、高市さんはさらに上げる気なんじゃないかというふうに言われております。もうそうなるとね、言われてるように防衛増税しかなくなると思うんですけど、増税していいんですかね。高市さんって減税するはずの総理だったんじゃないんですか。
はい。まあその辺の評価も謎なんですけれども、まあさらに問題なのは殺傷能力武器を輸出拡大しろとか言っているところですね。はい。日本から輸出できる武器を救難輸送警戒監視総会の5つの目的に限定する5類型を撤廃する方向性で自民党と日本維新の会の両党は年内にも与党協議会を設置し議論を本格化させる方向で検討に入ったそうです。5類型撤廃が実現すれば殺傷能力のある武器輸出が大幅に拡大することになり、政府与党は来年中の実現を致す意向だということですが、やめてください。憲法違反ですよ。2014年にこれまでの武器輸出三原則に代わって制定された防衛装備移転三原則の運用方針に書き込まれてるんですけれども、でもやんだかんだ言って引き伸ばしてきてたんじゃないですか。結局やるのかよっていうですね。だからこうなるともう日本のまあすでに崩れ始めてるけど平和国家という立て付け自体はもはや崩れてきますよね。普通に武器輸出してるんだから、さっきドイツの発言取り上げましたけど、イスラエルとかにも売ることになるじゃないですか、おそらく。はい。だからもうぐっちゃぐちゃですよね。はい。もう結局違憲判決とか無視できたら何の意味もないですよね。はい。いや、日本のね、やっぱ右傾化願望なのかなというの、こういう状態でも支持が伸びてしまうというのはね、ちょっと絶望感もあるんですけれどもね、はい。ちょっとばか防衛費を増やしても中国との軍事力の差が歴然だして、まあ、真正面戦闘だったら絶対勝てないですからね、はい。いやでも本当ね、9条が私文化してるんですよ。9条が私文化してるし、他の憲法に関してもまあね、公然と半ば無視されつつあるのかなというですね、本当に危険な状況ですよね。法治の原則が崩れ始めているので、さらにやばいのは比較三原則をまあ見直しするみたいなことを言い出していることです。まあ中国新聞デジタルが強く非難していますが、比較三原則の見直し検討とは国税をかなぐり捨てるのかと、核兵器を持たず作らず持ち込ませずとする日本政府の基本政策比較三原則について高市早苗首相が見直しを検討している。被爆の惨禍を体験した日本が平和国家としてここまで積み上げてきた核軍縮の努力や信頼を破壊する暴挙であり断じて許されない検討自体を即刻やめるべきであると。まあ、ただ一つ言っておくと、持ち込ませずのとこだけです。これは確かに石破時代から言われてました。で、持たず作らずは当然としても、その持ち込ませずに関しては、あるとアメリカ軍が困るので、持ち込ませずの概念をですね、やめて、米の核抑止力の実効性を低下させかねないという考えなので、核なき世界を追求しながら、米国の核の傘に依存する戦後日本の安全保障の政策が矛盾に満ちているのは確かであると。しかし理想とかけ離れた現実を少しでも理想に近づける努力がするのが被爆国政府の原則ではないだろうかと。比較三原則は1967年、当時の佐藤栄作が国会で表明したが、その後ノーベル平和賞を受けている。行政府の方針と立法府の考えが一致し、三原則は国是として確立したというふうに言われてるんですけれども、それ崩すんっていういやー、開始1ヶ月2ヶ月でですね、日本の戦後の全てを破壊しようと目論んでいるんですかね。もう絶対ダメに決まってるでしょ、こんなのは。はい。論外だと思います。論外だと思いますし、まあ今、幸いにして強行採決できる状況ではないはずなので、何としてでもここで止めておかなきゃいけないかなと思います。いや、ほんとね、戦争のことばっかりですよね。軍事、戦争。まあ、台湾有事発言もその延長線上ですからね。中国は軍事力なんか行使しなくても貿易止めれば日本は終わりですからね。はい。さすが、安倍晋三にもできないことを平然とやってのけるんだと。いやー、なんか破滅願望を感じてしまいますけどね、ここまで来ると。当然ですが、デニー知事からも批判が来てまして、三原則見直しは、沖縄県の玉城デニー知事が17日、高市早苗首相が国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に伴い検討している比較三原則の見直しに反対しました。核兵器廃絶に向けた取り組みと逆行するような考え方を国民は絶対に認めないだろうと堅調で記者団に語りました。太平洋戦争後、米軍統治下の沖縄には核兵器が配備されており、核兵器が配備されていました。1972年の沖縄の日本復帰前に日米が有事の際に沖縄への核持ち込みを認める密約を交わしたことも判明しております。はい。
だからね、まあ今有事なんか言ってますけれどもまあいざとなったら沖縄に持ち込む気なんだろうというふうな疑いが持たれるのは当然かと思います。はい。名古屋バスカリさん、こんからすです。100歩譲って高市氏が戦闘で戦うなら許しますまあそう言ってて戦闘で戦う人はいないからね。中国で輸出してる日本企業は進出してるうちの全体の約4割。ああ、そんなに高いんだ。いや、本当にね、この人たちの戦争好きは何なんですかね。軍拡一辺倒だ。本当にここまで軍拡一辺倒なのかと。っていうか、やっぱり軍拡したかったのかという感じですけどね。本心ではいくら頑張ってもアメリカには勝てないと分かっていて、予算獲得のためにアメリカとの戦争に備えると言っちゃったので、本当にアメリカと戦争になるかと思った時には海軍は強く反対できなかったと。まあ、軍拡の正体なんてそんなもんじゃないかと言われてますけどね。はい。で、まあ、国会で野党はどのような追及をこの人たちにしているのかと言いますと、国民民主新馬和也氏が突然のクイズ、高市早苗氏が即答した答えはということで、これまあライブドアニュースと週刊女性のもともと女性自身かの記事なんですが電子レンジサランラップ缶詰に共通するものは国民民主党新馬和也幹事長が突然のクイズ、高市政権になり国会中継に国民の関心が高まっています。高市早苗さんに、突然の連想クイズを出題する場面があり SNS で話題になりました。新馬幹事長の質疑で防衛体制の強化と研究開発機に話が及んだ際、新馬幹事長は高市総理に次のような質問をしていた。電子レンジサランラップ、缶詰、ボールペン、腕時計、生理用ナプキン、GPS、パソコン、自動ドア、携帯電話、3D プリンター、共通するのは何だったか。高市総理は軍事産業でございますと即答しました。我々の身の回りにある長靴もレインコートも懐中電灯も全て軍事用品からのスピンオフなのです。つまりもう民と軍との境はなくなり、デュアルユースになっているのです。防衛予算だからおどろおどろしい戦争のための予算ではございません。防衛省も先立ってほしいと思いますが、その決意をどうかお願いいたしますという。何言ってんのっていうですね。まあ今支持率が下がりまくっているからなのか知りませんが、国民民主党が全力で高市さんのアシストをして、まあその防衛費が増大しても心配するなと、民生品に回るんだ大丈夫だみたいな、何言ってんのこの人たちみたいな、ことを言っているそうです。いやーダメだ。まあ、国民民はですね、もう与党に近いんで、まあ、維新に、続いて第二の与党になっていると私は思っているんですけども、でもこんなことされるんだったらですね、もうほんと質疑の時間がもったいないですよね。冗談じゃないよっていう感じなんですが。富野がガンダムを作ってきたのに憲法改正を叫ぶ人間がたくさん出てきたのが無念だと言ってましたね。はい。大日本帝国は陸軍がロシア、海軍がアメリカをそれぞれ仮想敵国として予算獲得して軍拡に励んだけど、どちらもそれぞれ世界トップクラスの陸軍力、海軍力を持っていたので、島国一つで両大国に本気で対抗しようというところにまあ無理がありましたよね。ヌココさん、コカラスです。先日中国で公開された鬼滅の刃が大人気でアニメ文化交流は機能している。ああ、鬼滅ギリギリ間に合ったんですね。よかった。ちょっとアニメも放送中止になったりとかしてるみたいですね。はい。いやー、この人たちほんと人民を舐めてますよね。これ国家総動員でしょうというですね。はい。玉切を鼻から期待してないが、立憲はもっとちゃんとしてほしいですね。本当にもうだからまあ最初からこういう人だから何も期待してはいないですけれども、まあその女性自身といえばですね、斜め上の用語も飛び出しておりまして、ひどい本当翼賛メディアと最近化しているんですけど、しつこく聞くから悪いのだと、高市首相が台湾有事答弁で中国が大激怒、一部では質問者の立憲民主党岡田議員を標的にする声もということで、先ほど、動画で流した高市さんの問題発言なんですけれども、その質問をしたのがですね、岡田さんなんですね。立憲民主党の岡田克也議員なんですけれども、これは立憲民主党の岡田克也がしつこく聞くから悪いのだ、存立危機自体がどうのこうのしつこく聞いて高市さんから無理やり聞き出すからこんなめんどくさい流れになってるじゃないか。ことの発端は立憲の岡田が台湾有事について正したから、高市さんはこれまでの総理と違って例えばの例を答えたのみだ。中国
国は高市さんを責めず、立憲の岡田克也の名指しで責めてくださいの高市さんは質疑に答えただけなんですと。そのような指摘は SNS 上だけで起こっているわけではなく、12日放送の取り立てでは、タレントの真鍋かおりさんも7日の予算委について野党が追及しすぎた結果、高市氏の発言が引き出されたとし、やってはいけないと思うとコメント。それを受けて政治ジャーナリストの青山和弘氏も、岡田氏は引き出せば問題になると分かっていてやっていると指摘していましたと。立憲が悪い高市さんに質問する立憲民主党が悪いんだというまあちょっと開いた口が塞がらないような、見解がですね、まあ、SNS や、SNS ですとか、いろんなところでこうテレビなどといろんなところで飛び交っているようなのですけども、いやーすごいですね。総理大臣ですよ。総理大臣に質問してそのわけのわからない不規則発言が飛び出したら質問した方が悪いっていうんですよ。質問通告して午前3時から起きてやってんじゃなかったんですかその対応を。どういうことなんですかねこれは一体。はい。いや、ほんとエクストリーム用語ですよね。信じられない。岸田も石破も同じような質問してたが、そのために中国と揉めてたんですかってすごい責任の押し付けですよね。クレヨンしんちゃんは、はい、中国公開ちょっと延期になっちゃったみたいですね。まあ仕方がないかと思います。はい。ということで、鬼滅は詰め込み政府だったみたいですね。芸能人ならまだわかるけど、政治家、しかも総理だったら失業等軽く言い直せる力量は持ってほしいですよね。っていうか、質問通告してるから答えられないはずがない質問だったんですよ。それなのにあんな答えが出してしまったでしょ。どういうことなの一体っていう。ある男はゴルバチョフはバカだと叫び、直ちに逮捕された。罪状は盗食侮辱罪、そして国家機密漏洩罪でアネクドートですね。大阪メディアが維新について取り扱いに否定するほどのひどさで、大金のメディアが、ブレジネフか。対戦抑散ぶりが本当にひどいですね。はい。いやーまあでも岡田さんもすごくしつこく質問したんじゃないですかみたいな、ことをですね、まあ思ってる人も中にはいるかもしれないんですけど、まあそのですね疑惑というか、まあ別に私は岡田さんどちらかというと嫌いなんですけど、この人保守派なので、はい全くですね高市さんを責める意図はなかったんですよ。それも動画を見ていただければまあ一目瞭然かと思うんで流します。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、これはブロック行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、ブロック攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船攻撃を受けてないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で、存立危機事態になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことをあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。で例えば自民党副総裁の麻生さんが昨年1月に、ワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も台湾有事は日本有事、ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。でもちろん存立危機事態ということになれば日本もブロックをするということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。それは軽々しくなるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員や、あるいは評論家の一部から、自衛隊の OB も含むんですが、私の述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。高市内閣総理大臣。麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただあらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くような、ことのためにどういう手段を使うか、それは単なる、シーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろんなケースが考えられると思いますよ。だけれどもそれがやはり戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうる、ケースであると私は考えます。はい。どう思います？
すごい岡田さんがしつこくて、失言を引き出そうとしてたと思います。してないですよね。気づいた方いると思うんですけど、岡田さんかなり立憲民主党の人間としてはかなり踏み込んだこと言ってて、我々が攻撃されれば当然に反撃するだろう。そうなれば存立危機事態になると思うんですけどっていうようなことをコメントされてるんですよ。個人的にはこっちも結構問題あるんじゃないかと思うんですけど、つまり、集団的自衛権の行使をまるで地面視するかのようなですね、まあ非常に保守的というか軍事的なナラティブを使って喋っておられる。だから、高市さんも当然今までの答弁を踏襲するだろうという内容でですね、もうちょっと柔らかく答えてもよかったじゃないですか。いや、岡田さんはそう言いますけど、うちにはね、いろいろ憲法の制約等もありますので、ちょっとコメントできないですねってかわすかなというふうに思っていたら、なんか戦艦を持ち出してとか、なんとか北京政府がどうとかって、北京政府みたいなですね。私って個人的になんですけど、おそらくですね、習近平さんの逆鱗に触れたとしたら、北京政府と呼んだとこじゃないかと思います。これちょっとどぎついジョークなんですけど、読みますが、高市早苗さんは中途半端な発言をするから叩かれるんです。中国は言うまでもなく一つだが、それは北平恐怖政権における一元統治を意味しない、対独分子を刺激するその言動こそ中国分裂の策動に他ならず、孫中山総理の遺族たる三民主義革命を期待に陥れるものであるぐらい言えば、関係者みんなドン引きしてもっと荒れたというのにという。これちょっとどぎつすぎますけど、ジョークとしては。これ意味わかります？要は、私どものね、今、ゲーム実況で配信もしてるんですけど、台湾って、国民党政権が逃げてきて、孫中山総理って孫文のことなんですけど、逃げてきて、支配した地域なんですよ。で、国民党政府が、共産党政権を言って、悪口なんですよ。これ、今日非っていう言葉使ってるのを見ればわかると思うんですけど、北平恐怖政権って当時呼んでたんですよ。だから、台湾問題に特に関して、中国政府のことを北京政府呼ばわりするっていうのは、北平恐怖政権のニュアンスが含まれてると思うんですよね。だから高市さん、ここで、北京政府って口走っちゃってるんですよ。多分普段から北京政府って呼んでんじゃないかなと思うんですけど、そりゃ怒られるよなという感じですね、個人的には。はい。村上さん、コンカラスです。ウォーキングソックスさんもコンカラスです。メディアだけじゃなくて国民の方がノリノリなのかっていうね。いや、ほんと信じられないですね。高市さんのどこがいいんでしょうね。いや、こういうこと言ってる人たちがなんか熱心に褒めてんだったらわかるんだけど、いや、そんなこと知らないでしょ、多分そんな歴史とか。いや、さすが高市と言いながら立憲が余計なこと聞くだという矛盾ですね。いや、産地に起きて勉強して官僚に答弁作らせてアドリブで喋りましたからね、ありえないですよね。ほんとストレート投げたらね、バットを投げ返してきたみたいな感じなんですよ。で、何やっても高市をいじめるな、高市さんをいじめるなでしょ？それってもしかして女性だからそう言ってんのって、それ差別ですけどね。はい。いや、しつこく聞いたらよくねえのかって話だし、首相がしつこく聞かれるの当たり前でしょって。石破さんなんてもっと強い追求されてましたよね。野党議員の質問の仕方が悪かったという表現が流行りそうで嫌ですね。いや、岡田さんだからめっちゃくちゃお膳立てしてんですよ。だからこういう不規則発言をしないように精一杯お膳立てしてんのに発言をしたんですよ。北平恐怖政権みたいなこと言っちゃったんですよ。本当に。茂木さん寝てたのかって。官僚泣いていいよって。もうですね、そう、サンフランシスコ条約とか何もかも投げ捨ててんですよね。そりゃね、習近平に怒られるわっていう話なんですが、ね、これ中道保守派の人のノートなんで、参考に見ていただきたいんですけれども、安保法制にですね、岡田克也さんはかなりこだわっていて、安保法制が違憲であることや、それに関する議論みたいなのをですね、しながらですね、法的に正しい議論を、岡田さんは進めてこようとしてたんですって。彼はちゃんとね、お膳立てしてるんですよって。存立危機事態と武力攻撃事態というのは、ほぼ重なり合うということなんですよということを、ずっとですね、主張されておられたというわけですね。新3要件で認められる武力行使は我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまり、被害国を含めた他国まで行って戦うなどといういわゆる海外の武力行使を認めるというものになったものではない。存立危機事態に該当するにもかかわらず武力攻撃事態に該当するということはしないということはまずないのではないかと。
だから存立危機自体想定自体が違憲だという意見の人とは岡田さんかなり右寄りの意見を言ってるわけですね。でこういうフリップまでだから作っておられるんですよ。被害国を含めた他国にまで武力行使はしないよねと。だけど日本が中国に攻撃されるような事態があったならそれは存立危機事態だよねって。高市さんそうですよねって、僕がこういうフリップを作ってるのでこの通りに答えてくれればよろしいんですよまで言ったんですよ。でも回答したんですよこれ岡田さん責めるとこじゃないでしょ。むしろ保守派とか右派の人たちはねこんな分かりやすいフリップまで作ってくれてんだから感謝しなきゃいけないとこなんですよ。もう最悪だからこのカンニングペーパーを読み上げればよかっただけなんですよね。いやいやいや岡田さん丁寧すぎでしょっていう感じなんですけど、はい。まあ逆に全く忖度しなかった人がいて、まあ馬場さんなんですけれども、1枚目2枚目が維新馬場の質問、3枚目4枚目は石破の回答っていうことなんですが、これ詳しく読まないですが、維新の馬場さんなんかとんでもないこと言ってて、総理はね、保守政治家だというふうに言われておりますよねと、政府指導者の甘い海外に対する認識は中国や日本国民への誤ったメッセージになるのではないでしょうか。対中抑止力や国民の国防意識を削ぐことになりかねないですという。台湾有事に関して非常にですね、強い言葉で答えてくださいみたいなことを馬場が迫ったことがあったんですよ。まあなんか馬場らしいなという感じなんですけど、それに対して石破さんが台湾有事という仮定のご質問に対し政府としてお答えをすることは差し控えますが、その上で申し上げれば台湾海峡の平和と安定は我が国の安全保障はもとより国際社会全体の安定にとっても重要なものであり、台湾をめぐる問題が台湾により平和的に解決することを期待するというのは我が方の従来からの一貫した立場であります。この点これまでも日米や G7 で台湾海峡の平和について協議をして一致しておりましたと。まあこれがね満点とまでは言わないですけど、まあ模範回答に近いですよね。だから馬場はかなり煽った維新のね馬場さんはかなり煽ったんですよ。石破さんのこと、お前は親中弱腰政府なの総理なのではないかみたいなことを詰めたのにもかかわらず石破さんはかわして、まあこういう回答をねスラッとしたわけなんですけど、でも立憲のね岡田さんがここまで優しくフリップを作ってあげたにもかかわらず高市さんこのように答えてしまったわけですね。もうこれは擁護しようがないですよ。やめるしかないですよ。だから総理不適格なんで私は高市さんは辞任すべきだと思ってます。はい。ということでですね、まあ安倍晋三さんに似てますよね、やっぱり悪い意味でね。安倍昭恵は詩人ですみたいな意味わかんないこと言ってましたからね。はい。知れば知るほど台湾のこと分からなくなる。いや、ほんと複雑ですよね。だから分かったつもりになってはいけないなと私も思っております。カンペガン無視無視アドリブ高市。いや、ほんとね、保守派の人こそ怒った方がいいですよ。高市さんはアマテラスの再来みたいなこと言ってるからしょうがない。国民の国防意識を削ぐとは徴兵や戦闘能力を高めなくなるということなのかと。いやでもやっぱり維新のねひどいところが出てますよね。ここまで言うかっていう感じの、まあ全部読まないですけども、なんかね総理の就任任期中の2027年までに起きるとの観測が広まっておりますまで言ってんですよ。いや確かにアメリカはこう主張してますけどさっていう、そこまで煽るかっていう感じのまあことを馬場さんは言ってるんですね、当時の。まあ今やめちゃいましたけどだから維新がここまで煽りまくった質問をしてても石破さんはそう答えなかったのに高市さんは自らそういう風に言っちゃったわけですよね。はい。いやほんと当然に辞任すべきですよね。馬場はユン前大統領が戒厳令を出した時日本に早く緊急事態条項って言ってましたね。言ってましたね。何言ってんだこの人って思いましたね。そう安倍晋三を超えた気がしますね。ある意味超えたけどね。高市さんには奈良に戻ってご家族や鹿さんと一緒にのんびり過ごしていただきたい。石はお前だったのか、日本をギリギリのとこで踏みとどめていたのは。ラズーさんコンカラスです。高市さんの雑魚論を捉える高市さんの用語なんてですね。高市さんに忖度しないなんで何を言ってるんだみたいなことを言ってるんですけど、いや馬場さんみたいな煽り方したら多分高市さんそのまま言っちゃったでしょ。台湾有事は2027年みたいなことでね。まあ一切習近平を擁護する気ないんですけど、なぜここまで中国がブチ切れているのかというところで言うと、やっぱり文脈があると思うんですよね。高市首相は
先月の10月31日に習近平国家主席と初会談し、戦略的互恵関係、建設的かつ安定的な関係を確認したっていう風に見出しで書かれてるんですよ、産経新聞の。ブルームバーグでさっきあったじゃないですか。木原稔官房長官は、建設的かつ戦略的互恵関係の推進をそういった大きな方向性と相入れないって言ってるんですけど、どの口が言うんだっていう話なんですよ。これを破壊したの高市さんでしょって。だから自分から確かに言ったことですよ。自分から確かに言って戦略的互恵関係を築こうではございませんかみたいなことを言って、中国のね、だから習近平さんと握手まで交わしたわけですよ。で、いろんなね、経済協力もすると、尖閣諸島を含む東シナ海での中国の覇権主義的な活動に対しては懸念を伝えたというふうには言っていたんですけど、そんな強いね、抗議のことは言わなかったし、そもそもね、台湾に関しては一言も言ってないわけですよね。で、対中強硬派として、高市さんを警戒していた習さんなんですけれども、今回は握手してくれたわけですよね。で、自ら握手していったのに、これ、回答したの7日ですからね、1週間しか経ってないんですよ。そりゃね、向こうからしたらね、完全にこいつメンツを潰してきやがったって思うのは当たり前の話ですよね。だから日本の人と違ってね、中国の人忘れっぽくないから、1週間前のことだったらね、多分完全に覚えてると思いますよ。高市さんがどこでどういう顔で何を言ったかもちゃんとも覚えてるでしょう。みんなは日本の人は物忘れ激しいけどね、はい、一緒にしてはいけません。このざまで参政党と党首討論をするんだぞ。立憲国民公明賛成宿っていうですね。いやー、もう本当に。あれちょっとぐるってるかな大丈夫かなすいません。少し YouTube がね、ちょっと調子悪いかもしれません。申し訳ない。私は特になんかアプリとか起動してないし、動画も流してないので大丈夫かと思うんですけど、もし、すいません。なんか流れない、動画流れないとか、調子悪いとかあったら言ってください。はい。ということでですね。そんなね、高市さんなんですけど、犬丸さん、コンカラスです。北京に飛んでった外務省の局長さん、いや、ほんとかわいそうですよね。めちゃめちゃかわいそうでしたよ。めっちゃ嫌な顔されて対応されてたのニュースで見ました。はい。そりゃ嫌な顔されるよなっていう。だから高市さんの尻拭いするためにわざわざ行ったんですよ。もう。かわいそすぎるな。問題なく配信開けてるということでありがとうございます。もし調子悪い方いたら言ってください。はい。で、高市応援団の皆さんの認識なんですけども、ついでに言うと中国の怒りをどう鎮めるかについてこの問題だけで駆け引きしても解決は不可能だ。解決不可能ですよね、もはやね。絡め手を使うべきだ。安倍政権時安保法制で中国激怒り状態の時、そこまで荒れなかったのは二階さんが、企業を引き連れて中国を行ったり、経済関係を強化したのも一因だ。それを見習うべきだ。みたいな。ことを言って日中議員連盟の森山さんを使えみたいなことを、このいつもテレビとかで高市上げをしている岸博之大先生はおっしゃってるんですけど、いやいやあなたたちさYouTube とかいろんな媒体でですよ、二階俊博さんのことなんて言ってたとか覚えてる人いっぱいいますよね。美中派とかね、中国にコビコビしてるからね、こんなやつやめさせろって言ってたんですよ。二階さん裏金問題で引退しましたけど、でね、森山に関してもずっと美中派みたいなこと言ってて、だから中国に媚びを売るやつは去れみたいな、自民党からいなくなれみたいなことまで言ってたわけですよ。で、いざ困ったらこれって本当にもう信じがたいずうずうしさですよね。いやー、ありえないというか、どういう認知してんだろうっていう。これはね、確かに森山さんだったら、そりゃ自民党のためだったら断らないかもしれないし、なんなら石破が動くかもしれないなと私はちょっと思ってるけど、いや、でもそれでも解決するの難しいと思うし、なんて言えばいいのかな、もう、おかしいよ、あなた方の感覚。ねえ。この前、悪者呼ばわりしてた人たちに今度は頼るんだっていうですね。良いっすよね。
中国のアニメ、ロシア語平成期の続編見てきました。話題になってるやつですね。しっかりとした反戦映画であり、ものすごく見やすい作品でした。下手するとこういう作品を上映しないとかいう対抗措置を取られかねないですよね。いや、そこ心配なんですよね。マジで中国アニメ見れなくなるかもしれないですからね。そう、ザ・御用学者みたいな人なんですけどね。なんか、本当にこういうこと言う悪役いるんだっていう、悪人いるんだみたいな。いやー、ほんとね。中市さんは官僚のペーパーだけ読んでればよかったのにね。自民党から出馬した岸博之先生じゃないですか。ばらされてる。元自民党候補って書けやってですね。元自民党候補ってそういえば書いてないな。ニュースやメディア出演のコメント、アイピオのネタを発信中ですとしか書いてないですね。この人6万フォロワーもいるんですよ、でも。おかしいだろ。確かにテレビに出てるし、有名人だけどさ。いや、アメリカには負けても中国だけには負けないという謎のネトウヨを突き動かす情念。高市さんが発言撤回して謝罪するのが一番手っ取り早いですけど、いや、でももはやそこで済まなくなってる気がしますけどね。はい。まあ、ただね、なぜそのように高市さんがやらないのかというと、まあ、高市ファンサークルの人たちの意見があるのではないかと言われております。鹿発言肯定、支持層に刺さる、高市氏周辺結節点の保守ということで、保守って感じなんだけど、英語圏の方だが抗議に及んだ方に注意をしたことがあり撤回するわけにはいかないということで、外国人観光客の中に奈良公園の鹿を足で蹴り上げるとんでもない人がいると、以前発言した高市早苗さんなんですけど、衆院予算委員会で外国人の差別を助長しかねないという指摘をですね野党の人たちがしていて、まあそれもね野党の質問するのそんなくだらん質問するのが悪いみたいな突き上げを食らっていたんですが、鹿発言があった総裁選告示日の9月22日東京永田町の参議院選会館の一室にかつての所属派閥が異なる数人の国会議員が集まり対策を練っていたそうです。まあ、ここから先有料記事なんですけど、いや、あの発言良かったよとかですね、鹿発言を高く評価する人たちがなんか高市さんの周りにたくさんいるらしいんですよ。だから支持層に刺さるからいいんだよ、高市くんみたいなですね。あれ、良かったんだって、刺さってたんだ、支持層にって。まあだからヘズマリュウさんのだから活動とかをみんなこれ見てるってことでしょ。いやー改めて見ると本当にやばい。まあ半ば分かってたつもりだけどやっぱりね第一次ヘズマリュウ内閣なんですよ。でね、みんなヘズマリュウさんのファンみたいな認知をしている人たちが、高市早苗さんの一連の行動を支持しているということですよね。まあそれは撤回できないよな中国相手だし。はい。まあですね、このようにもう現実認知がもはやファンタジーの領域に行ってしまっている人たちが首相の周囲にたくさんいるのではないかという疑念が湧いております。高沢の鹿、謝罪したら今度は中国共産党は審判扱いされるから住んでる。そうなんですよ。だからこういう人たちが絶対そういう風に言うでしょ。だからね、謝罪できないんだと思いますよ。そう。朝日新聞。朝日新聞は一応ね、批判的には書いてんだけどね、この人たちを保守って言ってるのは間違ってると思いますよ。保守の行方じゃないんだよって、保守が劣化してるレベルの話じゃねえからっていう。はい、ポピュリズムの問題でしょ。評価テレビに出ているだけで知識も経験も倫理観もないコメンテーター、本当多いですよね。ヘズマリュウファンの高市。銀バッジじゃなくてツイッターの青バッジを受けにつけてあ、それ面白いですわ。ありがとうございます。そうですね。みんなどうせ青バッジつけてるからね。ツイッターの青バッジつけてればいいんだよね。わかりやすいですよね。迷惑系 YouTuber 政治家。いやー、でもな、うちの、日本国のね、総理じゃなかったらめっちゃ笑ってたんだけどな。いや、ちょっと、さすがに日本の人間としてなんか恥を感じますね。はい。いやでもまともな保守派だったら切れてるはずのことをたくさんやってますからね。でも切れてないっていうことはそういうことでしょっていう感じですよね。もうほんとユン・ソンによる政権そっくりですよね。彼も陰謀論者だったじゃないですか。でまあそういった人たちがまあ市政にもたくさんいてですね、日本にはアメリカがいることを忘れなく国交を断絶したい、別に困らないし意識されるぐらい日本が変わるってことですね。中国よ日本を舐めるな、生とだわしだ、来年は戦争だみたいなことを中国のアプリである TikTok で言っている人たちがなんかたくさん高市さんを応援しているらしいです。はあ。
いやーでもこんな人たちがマジでなんか 48% とか 69% もいるとしたらですね、本当にマジで日本やばいですね。もう中国が正しい正しくないの問題じゃないじゃないですか。ね、これだけ認知が歪んでしまってる人たちが、ね、国政レベルの、発言を動かしているっていう風になると、それどんな外交も失敗しますよね。はい。もう左右の問題じゃないですよね、ここまで来るとね。はい。いや、勘弁してほしいですよ。私の周りも中国と断交できると喜んでます。いやもう TikTok こそで規制してほしいですよ。TikTok 使えなくなったら反転するのかな、よくわかんないですけど、TikTok 中国のアプリなんだから規制してくれよって感じしますけどね。はい。憲法9条があるから煽りがちって言ってた愚か者が多かったです。そんなこと言ってんの？いや、憲法9条あるなら煽っちゃダメでしょ、逆に。いやー、なんか憲法規範っていうものはやっぱり理解してないんだな。まあ中国はですね、先ほど、も言ったんですけど G20 での、高市首相との会談を拒否しているそうでございます。中国外務省の報道局長は17日、南アフリカで開かれる20カ国地域首脳会談に合わせて李強首相が、高市さんと会談する予定はないと。まあ、ここがですね、面談して謝罪するチャンスだったんですけども、もう会いたくもないというふうに言われてしまったので、もうだいぶ謝罪も難しくなってるんじゃないかなと思って、さらに問題がまあこじれる可能性もございますが、まあ先ほども言いましたけど、やっぱり僕がまずいのは経済的な影響ですよね。訪日消費は年 1.7 兆円、日中対立の影響、政府が恐れるシナリオとはということで、今更恐れてんのかよという感じなんですが、観光庁によると2024年の外国人訪日客の旅行消費額は 8.1 兆円、うち中国人客による消費額は全体の 21% の 1.7 兆円を占めており、国地域別ではトップ。はい、トップです。中国政府と歩調を合わせるように日本への渡航に警戒を呼びかけた香港からの訪日客の消費額を含めると 2.3 兆円ということでですね、インバウンドで稼ぐみたいなこと言ってたのが安倍政権じゃないですか。で、円安に誘導してこの結果でしょ。だから安倍さんが何やってたかとか、高市さんが何をやりたいかとか、実際どういう国家像を目指してるかとか、多分何も考えてないですよね、支持してる人たちは。申し訳ないけど。だからまずいでしょう、本当にこれは。もちろんね、経済的に脅されてるから中国に従うべきだみたいなことは私言いません。ちょっと後半ちゃんと言いますけど、そういった考えではありません。そういった考えではありませんけども、普段ビジネスみたいなこと言ってる人たちがなんかこれに関して黙りこくってんのは何なんでしょうね。よくわかんないですよね。いやー、サービス業の人が、いや、ほんとサービス業の人やばいですよ。円安なのにインバウンドなしの状態になりますからね。本当にまずいと思います。で、またなんか藤沢和樹さん最近なんかまともな発信してるんですが、ネオリベの人ですけど、中国プラス香港で日本のインバウンド消費額は 30% になる。エスカレーションしすぎではないが、地味にそこそこ効くといういい塩梅の経済制裁になりますね。中国はアメリカにめちゃくちゃ鍛えられていて、政界戦術が洗練されてて上手くなってるんですと。これ半分皮肉を込めて言ってらっしゃると思うんですけど、グラフまで作ってくださってるんですよね。で、中国と香港でですね、だから 30% 近いんですよ、彼の作ったグラフによると。さっきより多いですよね、割合的に言うと。だから台湾を含めたらもう半分近くになるわけですよね。で、まあ韓国でしょ。米国とかそれ以外のなんてまあたくさんあるけど、たかが知れてるんだから、やっぱり一番大切な、まあそういうインバウンド関係のお客さんは中国、台湾、韓国なんですよ。はい。その事実をね、なんで認めないんでしょうかね。はい。よくわからない。これを全て失ってもいいっていうなら、まあまだわからなくもないんですけれども。まあ、ひろゆきとか、だからレオリベル系の人はさすがに慌ててますよね。ね、それはまずいよって言い始めてるんですが、まあ遅いよと思いますが。先日旅行行った時も周囲は中国語を話す人たちがほとんどでした。彼らが来なくなったら大打撃を受けると思いますということですね。あとまあこれ先ほどクレヨンしんちゃんが規制されたとかの話のはちょっとこぼれ話的な感じなんですが、つぶらやプロの来年収入の8割が中国市場だそうです。まさか高市早苗がウルトラマンの最強の敵だとは思わなかったということで
まあ、つぶらやプロさんとかね、さっきの鬼滅の刃の話でもありましたけど、ライセンス収入とかで食ってる人たちは、本当に中国と断交みたいなことをしてしまったらまずいと思います。はい。直接的にね、お金の収入源が断たれるということになりますので、はい。で、まあ、それに対してなんですが、小野田公、経済安保相に関しましては、中国への依存はリスクですと、日本へ渡航自粛要請にということで、小野田公安全経済保障相は、18日の記者会見で中国政府が中国国民に日本への渡航自粛を要請したことに触れ、気に入らないことがあったらすぐに経済的威圧にする国に依存しすぎることはリスクだという、なのでリスクの低減をですね、この際に心がけましょうということでですね、まあ、30% 失っても大したことはないみたいな、ことを言ってらっしゃるんですけど、大変強気でよろしいことだと思います。この人、経済安全保障省なんだよね。信じがたい発言ですね。経済も安保も何も考えてないやんという感じなんですけれども、はい。いやー、本当にもう平野瓜生みたいですよね。またスカスカの京都が見れるのか。小野田公はさ、って、鶴野武も敵です。小野田さんの言葉にはネット右派は歓喜してましたねって、また歓喜してるんだ。いやー、本当にダメだな、マジで。そういう人たちがやっぱりファンの大半を占めてるとすると、まあ、基本的な政策みたいなのを転換するのが不可能に近いのではないかなという気がしますね。はい。まず客を確保してから言えよ。小野田さんが安全保障やってるとそのものがリスクでしょ。いや、まあ、高市早苗さんが国家のリスクなんですけどね。秋野龍さん、ここからです。気に入らないことってさ、っていう。いや、気に入らないこととかそういう問題じゃないからね。それはね、北平拒否政府みたいなこと言ったんで侮辱したんだから、しかも7日前に会ってる人を侮辱しちゃったんだから、それはね、怒るでしょって。それは台湾とか、台湾問題とはまた別の問題だと思います。非常に失礼なことを高市さんやったとは思うので、まあね、当然の措置じゃないですかね。だし、辞任すべきですよね。はい。威勢の良いことを言うと喜べるなんで楽な仕事で結構なことですね。と農林水産大臣と経済保障安全の人、二大巨頭。じゃあ日本は他国に共同声明破りされて何も制裁しないのかっていうですね。いや、本当にね、ロシアに制裁してたの何だったのっていう感じですよね。なんか他の国にも波及し始めてるっぽくて、ちょっと嫌な感じのニュースがあったので取り上げたいんですけど、日韓の共同訓練が月内開催を見送りになったそうでございます。二大巨頭ことですね、小泉進次郎防衛大臣なんですけれども、韓国海軍が海上自衛隊と調整していた捜索共同訓練について月内開催を見送ると日本側に伝えたことは分かった。韓国空軍機との給油中止以降、防衛交流の見送りが続いているものの、両政府は良好な日韓関係に影響しないよう事態の沈静化を図りたい構えだということで、まあこれ従来から中止してたから、まあ今回は中止していいというか、まあ軍事協力的な話なのでね、本来だったら私がね、なんかあれすることではないのかもしれないですけれども、韓国とこれで仲冷えるのまずいですよね、本当に。頼れる人が誰もいなくなりますよね。だから、いざだからそれこそ中国さんがもっと強気に出てきた時にですよね、日本がアジアで頼れる国って台湾と韓国しかないじゃないですか。いいのこのままでっていう感じですよね。はい。右翼系の言説も見たかどうか考えてはっきり言ってくれて留飲が下がる以外のメリットが見当たらない。いや、ほんとね、エンターテインメントとかショーだと思ってますよね、政治を。まあそういう風にしたのはね、この人の親父の小泉純一郎だと思いますけれども、まあショービズの感覚で政治をやられたらたまったもんじゃないっすよね。簡単に共同声明破りもするし、その裏切り行為をするって言ったら、それ韓国からは信頼されないですよね。向こうはまともな政府に変わりましたからね。で、その高市早苗さん、まあ人気 69% と言われているんですが、自民党には全然波及してないということを最後に取り上げたいと思います。高市人気はどこに？自民党候補が福島市長選で大敗、葛飾区議選でも大苦戦ということで、高市早苗内閣が報道調査の世論調査で高支持率を記録する中で16日福島市長選が行われたんですけれども、自民党の地元支部が推す現職の人でちょっとびっくりしたんですけどが大敗しまして、まあ別の人に変わりました。おめでとうございます。東京都葛飾区議選でも同党が擁立した17人のうち7人が落選。自民党関係者の間に福島葛飾ショックとして広がっている。国政の高市人気の追い風は地域には及んでおらず、党内では
高まっている衆院の早期解散論へ冷や水を浴びせられた格好だと。あえて自民党を追い詰めておくと、高市さんが今回のね、責任を取って辞任してほしいと私は思っていますが、早期に辞任して、解散総辞職みたい、解散総選挙みたいなことをやって、高市さんの首をかけてね、選挙をやった場合、おそらく負けるんじゃないかと思われます。だから比例票はね、高市人気で入るかもしれないですよ。比例票は入るけど、地元の要は自民党の人たちっていうのは全然人気が回復してないわけですよ。自民党の一部に足並みの乱れはあったが、立民は地元組織が現職を押すなど完全な分裂状態だった。しかしこの新人は現職を1万5000票上回る5万8000票を獲得し、ですね、与党に盤石ではない相手に大きく離され、高市人気もどこにあるのか全く感じられなかったとコメントされるというですね。全くダメじゃんっていうですね。だからやっぱりそのネットでネットの風というか SNS 的なあくまでも人気であって、地元のね、自民党のね、地味なその政治家の皆さんには全然人気を波及してないということだと思いますね。はい。韓国は石バッジがうまくやってたのにね、いや、ほんとね、韓国との仲まで悪くなったらね、たまんないですよね。それはやめてほしいと思いますが。高市好きだけど自民党は好きじゃない層は参政党に入れそう。そう、参政党の人気はね、あんまり衰えてないんですよ。だから多分参政党支持者の人がね、普通に高市支持してんじゃないかと思いますよ。自民党、山本太郎しか票が取れない令和化してるので、さすがに令和さんがかわいそうな気はするけど、でも本当にそうなってますよね。だからね、一人の人気にやっぱり頼る構造はちょっとね、危ういですよね。うん。福島自民党は何やってるんだって。葛飾区議公明8人出馬8人当選の票読みが自民から消えている。その影響は絶対あると思います。なんかちょっと取り上げられないですけど、春さんっていう方がね、三浦春さんがノートに、新しい記事出してて、公明党のね票がなかったら自民党大量落選はやっぱり避けられないのではないかみたいな、分析を出されてて、相変わらずさすがだなと思ったんですけど、だって公明党の票ってね大きかったですからね。計算してね、底上げして、ここの候補さんは弱いからみんなで助け合おうねみたいな感じで票を分散させるとか、そういう計算が得意だったじゃないですか、公明党さんって。今後もねそれを続けてくるのかね、立憲と協力してくれればそれは心強いけども、協力してくれる気があるのかちょっと分かんないですけど、そういうことができるね党なのでやっぱり共産党さんと似た強さがあるわけですよね。だけどそれを失ってしまったんで、もう選挙にですね弱い自民党になってしまったのではないかという感じはしますよね。赤田さんもなんかねまだ仕掛けてる気はしますよね。この前藤田さんでね結構盛り上がりましたけどね。はい。台湾有事発言を受けて歴史的背景に詳しくない自分がどういう立場を取るか悩んでます。それからこれからですねその話します。はい。13ごめんなさい、お待たせしちゃって。はい。明日早いので燃えますということで、前吉さんおやすみなさいませ。ありがとうございます。お付き合いありがとうございました。そう、組織としてねやっぱりだいぶ弱体化してんじゃないかっていう気がしますよね。なんだかんだ言って、そこはやっぱりスケール好きだと思います。はい。で、高市さんについてちょっとまとめに入りますが、高市失言を激しく批判するのが左翼的であり、中国に媚びた振る舞いだというのは全く当たりません。むしろ現実主義者こそ高市失言とそれに煽られる世論を警戒すべきではないでしょうか。例えば岸田石破政権自体は NATO やインド、オーストラリアなどと軍事的な連携を強め、明らかに対中抑止力を具体的に評価していたわけだが、一方で中国に対して何かを言うときは G7 などの協調を前提とし、相手方に隙を与えるような発言をしなかった。でも彼らの外交は現在美中だと罵られている。高市は何の根回しも見通しも国際的連携もなく、ノープランで中国を煽って問題を無駄に悪化させているだけ。私は理想主義者なので、そもそもあらゆる軍事的な抑止力効果には反対だが、中国に対して軍事的な抑止も必要だと考えるようなリアリストほど現実的な外交安保と堅中ムードに煽られた外交安保を区別しないと、15年戦争の具を再び犯すことになるのではないかと。いうことで、北州さんの分析ですけど、さすがだなと思います。藤崎先生ですね。いや、この通りですよね。だって、正直私、岸田軍拡には非常に苦々しい思いで批判してましたけど、彼らやっぱりね、賢かったというか、だから軍事的連携を強めて、中国にあくまで対抗するという形でやってて、表面上は仲良くしようとしてたんですよね。だからそのやり方
というか狡猾さというかは自民党の今までの政権と変わらなかったし、石破さんに関してはね、さらに韓国と接近したりして、うまいことやってたわけですよね。でも高市さんはなんかノープランで中国に突っ込んで、鹿さん大好きな人たちがね、あれは良かったよみたいな称賛してるわけじゃないですか。ただのポピュリスト政党ですよね。だからこの人たちに国の舵取りできるわけないと思いますね。はい。きなみさんおやすみなさいませ。お疲れ様でした。そう、これまでの小選挙区とは全然違うゲームになると思いますし、このポピュリスト政権がね、どれぐらい持つのかね、でも叩き潰せるかもしれないですよね、うまくやれば本当に。なので、野党は本当ね、気合を入れ直して頑張ってください、岡田さんも。はい。そろそろ最後だと思うので、最後の出番だと思いますが、頑張ってほしいですね。そもそも奈良の鹿演説でまともな人間でないことは明らかだったわけで、奈良の鹿みたいなことを中台問題でやらかしただけだ。今後どの問題でも同じようなことを毎月のようにやらかす可能性があるという意味では、高市が総理にいる間はキングボンビーに取りつかれた状態であると。何もかも首相がうかつすぎる。もう撤回も謝罪も通じないレベルになってしまった。ここで引いても中国からじゃあ台湾独立は認めないのねと詰められるのは必死だと。そこではいと答えたらそれこそダメだから、日本の必殺だと灰色決着しかないだろうと。だということで外交関係者たちが今死ぬほど打ち合わせしてると思うんですけど、私もその通りだと思います。もはやおそらくですね、ここで高市さんが今更発言を撤回します、全面撤回しますみたいなこと言うと、じゃあ台湾独立はあなた認めないんですね。台湾有事には何も行動しないという日本政府として確約してくださいって中国から言われかねないんで、私はそれはダメだと思うんで、灰色決着にするしかないと思うんですよ。で、灰色決着にする一番いい方法は何かというと、日中関係悪化は高市に責任と名指しで今日非難が飛んできたそうでございまして、中国外務省報道局は日中関係の悪化について根本的な責任は高市早苗首相にあると名指しで強く批判したということなんで、なんか理由つけて辞任すればいいんじゃないかと思います。中国のせいとは言えないですよ。中国のせいって言っちゃったら、それはね、中国に対して今度は内政干渉だみたいな話になって、もう余計揉めると思いますから、中国のせいだということは言えないと思いますし、中国に言われて辞任したということは確かに表面上は言えないと思いますが、そこはうまいことやってですね、高市さんの、だって、節賢さんだっけ、暴言杯と大使だって、なんか高市さんの首がどうとか言ってたんだから、いや、高市さんクビにすればいいだけじゃないですかっていう、ちょっとそれが言いたかっただけなんですけれども、はい、私は思います。はい。ということでですね、本音と建前分けれない人に外交は無理。いや、無理ですね。高市さんには多分無理だと思いますよ。本人の資質的に向いてないし、だから表面だけ安倍外交を真似てもね、安倍さんだって多少腹毛できたじゃないですか。ウラジービルみたいなこともやっちゃったけど。でもね、さすがにもう、これはもう無理ですよね。ここまで言われておいて、しかも、自分でね、自分の失態も自分の責任も取れないわけじゃないですか。で、そう、健康上の理由でね、お辞めになるしかないと思いますよ。建前ですけどね。安倍セレータさん、コンカラスです。立憲は何のために設立されたのかというのを議員には思い出してほしい。いや、本当ね、ここで目覚めないとダメですよ。本当立憲民主党はね、ある意味存亡の危機だと思うし、ここでね、立ち向かえないようだったら、本当ダメな党になったと思うので、頑張ってください。はい。頑張るなら応援したいです。はい。高市早苗さんはそもそも首相になるべきではなかった人ですから、とっととやめていただきたい。いや、そもそも議員である資格がないんですよ。私以前にね、小西博之さんとの例の、高市さんとの2年前の総務省のね、文書をめぐるやり取りを国会同時中継で取り上げたことがあるんですけど、だから彼女断言してたんですよ。総務省の文書は私をはめるための捏造だって、これは罠だわ、これは罠だと。捏造じゃなかったら私は辞任するって言ったんですよ。捏造じゃなかったんですよ。でも結局本当に総務省の人が作った文書だったのに、その約束を守らずに辞任しなかったんですよ。おかしいじゃないですか。なんで辞任しないのっていうか、なんで自分の失敗を自分で拭えないのというですね。自分のミスのね、尻拭いを他の人にさせるタイプの人なんで、いや、本当ね、部下の人たちが持たないと思いますし、速攻辞任してほしいし、小泉進次郎になってもね、正直大して自民党政治変わらないと思うんで、私は高市さん退場すべきだと思います。本当に。はい。
もう日本のね、害悪になっているレベルだと思いますので、はい。なので、まあ、高市さんに期待した人たちはね、残念があるかもしれないですけれどもね、本人のせいなので、はい、速攻やめていただきたいなと思います。はい。そうですね。同性婚とね、選択的夫婦別姓は絶対実現してほしいですよ。政権交代できればですけどね。でもちょっと野田さんはね、本当にね、戸田さんも党首交代すべきだと正直思うけど、はい。ですね。X でお花畑をいやでも本当ね、現実見えてないんですよね。強がりだけじゃないですか、できるの。強がり以外何もできない。で、しかも自分の失敗とかミスとか、まあ相手に対して怒られてるのを自分でカバーすることもできないわけですよね。ダメでしょ、この人は本当にトップにいたら。だからひたすらね、部下の人たちが苦しむだけなんですよ。はい。自分がめちゃくちゃな指示したくせに元部下に押し付けるっていうですね、そう、リーダーシップがなってないから、もうダメだと思いますよ、正直。いや、本当ね、辻元さんが党首になってね、辻元総理大臣になればいいんですよ。私は辻元さんだったら全力で応援しますよ。まあ、それはね、彼女にもそれはいろいろあるけど、辻元党首にしてよって感じですよね。だから女性総理だから問題ないじゃないですか。私が責任を取ればいいという話はならないでいや、小西さんは必要ですよ。米山さん、はがっちさん、コカラスです。米山さんはちょっと私はあんま好きじゃないけどいや、立憲はね、ほんと女性トップにしなきゃダメだと思います。はい。ということでですね、最後なんか立憲の悪口みたいになっちゃいましたが、ちょっと高市早苗国難総理大臣でございました。ちょっとお水を飲ませてください。はい、失礼しました。そう、立憲女性政治家なんだかんだ言って多いですし、まあ私はあんまり好きじゃないし、あまりあれすることじゃないんだけど、泉健太時代にね、パリテを実現したんですよ。だから女性、完全にもちろん立候補が半分になったわけじゃないけど、できるだけ女性議員を増やしてパリテやろうよって言って、女性議員増やしたんですよね。で、当選してる方たくさんいるので、はい。だからね、今になって努力が実ったんじゃないかと思いますよ。だからね、人気政治家多い、女性政治家多いから、だからね、辻元さんもいるし、蓮舫さんもいるしね、石垣のり子さんもいるしね、西村さんもいるし、そう、経済から圧力かければいいんですよ、もう。だから女性総理だったら別にいいでしょ、立憲民主党で。立憲はね、お金あげれば多分言うこと聞くよって言ったらちょっとあれなんだけど、多分。だって経済界だってね、選択的夫婦別姓とかはずっと求めてましたからね。だからそこら辺はね、利害が一致してると思うんですけどね。なんで経済界は高市推しなんでしょうね。破滅に突き進んでますよね。はい。米山さんはね、まあ河合祐介みたいな人とね、やっぱりぶつけると強いですよね。そう、尾辻かな子さんもいますしね。はい。ということで、まあ、ただここからなんですが、ちょっと一部の人にとっては不快な内容になるかもしれません。ちょっと私もですね、非常に反省したんですけど、ちょっと先週の配信でですね、まあちょっと中国政府に対して、擁護しすぎなのではないかというようなことを言われたりとか、ちょっとツイッターで論争したりとかいろいろありまして、台湾との連帯と、権威主義政府へのですね反対というところで、ちょっと話していきたいなと思っております。高市やめろデモに趣旨としては賛同しますが、その動画として流れてきた参加者の発言で一つの中国という中国プロパガンダに疑いを持たないようなものがあったので、それはさすがにどうかと思ってしまいました。左派は帝国主義に抗ってくださいと。いうことでずっとパレスチナ連帯で活動されている川上拓也さんなんですけど、高市さんの台湾有事発言を受けて高市やめろデモをやった左派リベラルの一部の人が、いわゆる中国が言い続ける一つの中国をナイーブに支持しているように受け取られる動画が流れてきて、ポリティカルエデュケーション用となった。
台湾にとっては日本も中国も侵略国で、その前はオランダですと。台湾にたくさんいる先住民族にとっては戦前から大陸から来ていた漢民族、台湾人と呼ばれる人たちだって、山を奪い海を奪って侵略した側に一応なると。台湾の自決権をという言葉も結構微妙で、その後に漢民族系でない少数民族はどれだけ含まれているのかを常に見なければいけないと。でまあ、来清徳今の総統はですね、まあ確かに右派は右派なんですけれども、でも来さんがダメだとかクソだという単純な話では決してなくて、戦後の国民党による独裁と戒厳令がですねあったわけなんで、まあ、そういったね複雑な歴史の積み重ねで今の台湾があるんですよね。だから台湾のその自決権をやっぱり支持できないのに高市さんを批判する資格があるのかと言われたら、それはないよねっていう話だし、やっぱり帝国主義的なですね、そういうナラティブに乗っかってしまうのは非常に危ないと思うので、まあ、ちょっとその辺はですね、私もちょっと反省しました。はい。かのあきおきのかなおさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ちょっといきなり重い話で申し訳ございません。そう、権威主義、帝国主義にはやっぱ反対しなきゃダメなんですよ。帝国主義にも抵抗、それぞれ自決権ですと。実際一概にどうこう言える問題ではないということで、さすが皆さん理解いただけてありがとうございます。ツイッターでそういうこと言ったら結構反発が来ましては、ちょっとね、ブロックされたりとかいろいろあったんだけど、まあしょうがないですね。考え方が違うからね。でまあ中華人民共和国さんがすっごい今私たちを煽ってるんですけど、だからね、高市さんが煽ったのは確かにいけないですよ。だからといってこういう書き方ないだろうってはちょっと思ったので取り上げるんですが、私たちは最大限の努力を尽くして両岸平和的統一を目指しているが、武力行使の放棄を約束できません。いかなる形の台湾独立分裂行為に対しても一切余地を残さず、あらゆる外来の解消に対して決して妥協や譲歩をせず、あらゆる必要な措置を取る選択肢を留保する。台湾は中国の台湾であり、台湾問題をいかなる方法で解決するかは、中国の問題であると。でまあなんかこれを画像化したものがね、なんかネット運用の人たちにミームになってからかわれたりとかいろいろしてたんで、それは良くないと思いますけど、煽り合いになってるので、なんでこれ武力行使の放棄を約束しないってここで言っちゃうんですかね。おかしいっすよね、明らかに。これでもういやダメだろって私は改めては言われて思ったんですけど、でこれ普通に大使館のコメントとして書いちゃうんだっていうのでちょっとびっくりしましたね。いや確かにまあ以前からこういう主張なのは知ってましたよ。以前からこういう主張なのは分かってるけど、改めて文字に起こされるとやっぱり衝撃的ですよね。武力行使の放棄を約束しないってさ、両岸平和統一じゃないじゃないですか。だから台湾が逆らうんだったら武力行使も辞さないっていう宣言ですよね、これ。なんかこういうことを軽く書いちゃうんだなっていうですね。やっぱりちょっとその感覚にはついていけないところがあるなと改めて思いました。はい。侵略ですよ、それは。はい。いや、チベット民族とかウイグルに対してはやっぱりこういうふうに言ってるでしょうね。だって武力行使の放棄を約束しないですよ。そう。だからこの煽りに乗ってなんだこの野郎みたいに言ってる人たちも良くないと思います。良くないと思うけど、これはいくらなんでもひどいと思いますね。はい。で中国のテレビがですね、先ほどデモの話あったじゃないですか。確かにその平和主義のデモをやってる方を揶揄する気は私もないですよ。だけど中国のテレビがですね、一斉で日本国内の高市に対する他党の反対意見や市民の抗議デモを報じ始めたそうなんですよ。で明らかに火消しモードに入った。おそらく水面下で何らかの交渉が進んでいるのだろうが、これでひとまず沈静化の方向に向かうと思うと。まあ中国の当局がですね、沈静化の方向に向かっていること自体はいいことだと思うんですけど、これプロパガンダに利用されてますよね。だから日本にもこうやって高市を嫌いな、まあ小沢一郎さんと鳩山幸夫さんなんですけど、高市を嫌いな勢力がたくさんいるんですよって、中国の方が正しいんですよというようなことを、なんかね、普段こういう日本のデモとか絶対取り上げないくせに、なんか喧伝材料に我々されちゃってるんですよね。いやー、これは普通に腹立ちますよね。こっちはだって平和を目指して別にあなた方の武力行使を支持してるわけでは1ミリもないのに、こんなことされたらたまらないっすよね。ひどいなーとちょっと思いましたね。いや、ほんと弾圧を許したわけじゃないですからね。ほんと勘違いしないでほしいですよね。
そういやロシアやそうだからやっぱりロシアイスラエルのこと念頭にあったらこの文章をスルーするのちょっと無理ですよね。なんか普通にリポストしてきた人とかもいてちょっと衝撃を受けたんですけど、いやダメでしょ普通にって思いますよね。そうだから結局脅迫してるんですよ。はい、台湾の人たちの言う通りですよね。でこの文章ねちょっと保守派の人が書いたもんだと思うんだけど皆さん読んでほしいんですけど、基本事実の確認ですね。新聞ですら間違えた台湾問題に対する日本政府の立場、日本は台湾を中国の一部と認めていると思い込む人たちの課題であるということで、まあ特に左派リベラル派と言われる人たちの中には、日本が、中国と同じ立場だとまあ表面上言っているので、一つの中国を認めているものだと、まあ確かに台湾を国家承認してないのである意味それは正しいんだけど、まあ、やっぱりそこにはニュアンスの違いがあるよねという、ような話を詳しく解説しておられます。実際のところ台湾問題と、に相当し、巡る議論は保守リベラル双方で活発化しているが、このテーマを議論するための前提や基本を踏まえて議論が行われているかが重要であると。意味ある議論を深めるためには中国と台湾との間にどのような歴史的な背景があり、双方がそれをどのように理解主張しているのか、また日本やアメリカが言う従来の見解とその論拠になっている条約や声明などは共有していくべきだろうと。台湾問題と書くとあたかも台湾のように側に問題が存在するような印象を与えかねないが、前述したように台湾問題と表記するには前述のような説明を加えたりそれを理解しておいたりしていることは望ましいであろうと。当然戦争は起きてはならないが、残念ながら中国は台湾への武力行使の可能性を放棄しておらず、先ほど見た通りですね、その中で2300万人の台湾の人々は自ら獲得した自由と民主主義と人権を守るために備えざるを得ないような状況が襲われているということでですね、まあ先週私も紹介しちゃったんですけど、東京新聞の社説で高市首相と台湾有事で存立危機を軽く語るなという記事が出されたんですけど、かなり辛辣に批判されていて、高市首相は言葉を選ぶべきっていう主張自体は正しかったんですよ。ただ日本は1972年の日中共同声明で台湾を中国の一部とする中国の立場を十分に理解し尊重すると明記し、台湾を国家と認めていないというふうにベタで書いてあるんですけど、この書きぶりだと日中総動声明の一部だけを切り取り、そこから直線的に台湾を国家を認めていないと断定している時点で同声明の読解力を欠いているだろうと。だからこれを言ってしまうとね、台湾は中国の内政問題だという、まあ、いわゆる一つの中国論ですよね。先ほどの、大使館の人たちが述べていたように内政問題なんだから内政干渉だろ、口を出すなって言われたらもう太刀打ちできないんですよね。だけど実際台湾っては独立国家じゃないですか、事実上。で事実上独立国家だし、まあ日本はかなりその曖昧な表現を使ってるからそれがそもそも良くないんですけど、1972年の時は十分理解し尊重するとしか書いてないんですよ。でまあアクノリッジみたいなですね、かなり英語的に書くと弱い表現で、まあ認めてやらんこともないぐらいの、まあ、ニュアンス、あくまでも中国共産党さんはそういうふうに書いているけれども、私たちが完全にあなた方を認めてあげるかというとそういうわけではないっていうぐらいのまあ歴史のねそういういろんなコンフリクトがあって、そこでこういう風になってしまったこと自体は私はちょっと問題があると思うんですけれども、これは必ずしも一つの中国論を認めたものではないっていうのはまあ常識的な理解だなと思います。はい。だって実際独立国じゃないですか。独立国って言ったらね、それはね中国の人には怒られるんですけど、でも実際違う生態が支配している地域なわけだから、やはりそれをね中国の内政問題だというのは事実上間違ってると思います。はい。ちょっとそこをねすいません、私も先週の配信でさっきりさせてなかったのでちょっとそこは問題があったと思います。そうだからこそでもね本当に軽口を叩いた高市が許せないというのはありますよ。でこんな微妙な問題に対してさ言っていい資格がある人じゃないでしょ。しかも日本の首相なんですよ。だから侵略支配した側なんですから。そうだからね結局こっちが武力行使みたいなこと言ったら武力行使を責められなくなりますよね。はい。そうでも外国人問題やらパレスチナ問題やらね、そう〇〇問題って言葉を使うときに本当気をつけなきゃいけないですよ。台湾の人たちを悪く言ってるみたいじゃないですか。正直台湾の問題じゃなくて中国の問題ですからね。はい。
だから彼らのその存在を認めないっていう、いや、やっぱり中国側の主張の方が問題なのであって、台湾の人たちが悪いわけではないということですよね。でまた日中共同声明には相互の関係において全ての紛争を平和的手段により解決し、武力または武力による威嚇に訴えないことを確認するという一文もあります。台湾は毎日のように領海領空侵犯や包囲演習など武力による威嚇を受け続けており、先ほどのコメントのようにですね、武力も辞さないというようなことまで言われてるわけですよね。これをもってしても中国は声明違反は明らかであると。当の中国自身が日中共同声明をきちんと守ってないと。中華人民共和国が中国の唯一の合法政府であるっていうことは確かにバッチリ書いてあるんですけれども、そもそもね、戦争を放棄することであるとか、平和共存をすることであるとか、全ての紛争を平和的手段により解決し、武力や武力による威嚇に訴えないことを確認するというふうに書いておりますので、高市の言い分はともかくとしても、日本の隣の国に対して武力行使するっていうのは、隣の国とか隣の地域、沖縄に、琉球に今隣接してるわけですよね。だから琉球独立が行われるんだったら別ですけれども、今独立国家でない状況なんだから、そこでドンパチやるというのはですね、この条約にかなり違反してますよね。はい。中国的にはね、あくまで内戦問題で内政問題だから問題ないという言い分なんでしょうけどね。根本の帝国主義的問題は認識しないといけないのは間違いないですね。そうなんですよね。だからそこの認識やっぱちょっと私も足りなかったかなと思って反省しております。はい。で、被害者何々問題っていうのはね、やっぱり大概ひどいですよね。被害者側を責めてはいけないんですよ。だから今回の場合、台湾側ですよね。台湾側を責めるようなことを言うのは、やっぱおかしいなと思います。で、この方ちょっと取り上げたいんですが、っていうか私がリポストしたからちょっとね、だからバズって動揺みたいな人たちも来ちゃってみたいで、ちょっとすいません、申し訳ないという感じなんですが、フォロワーさんなんですけど、台湾人の方も、私も最近の台湾は中国内政問題というような投稿を残念に思う。しかし一方仕方ないとも思う。中国と台湾の問題はややこしすぎるから。それに互いに矛盾し合う説がいっぱいあり、台湾問題に特に興味を持たない日本人ならばよく分かっていないことは当然であろう。こう考えている台湾人は少ないだろうが、台湾以外ではやはり台湾と中国の関係は西ドイツと東ドイツまた北朝鮮と大韓民国のように冷戦構造の産物として捉えられているのが普通であろう。だから一部の反戦派や護憲派の人たちと日本人と台湾人の間にズレが生じるのであろう。だから個人としては責める気はないが、これが気になる台湾人は多い。ネトウヨや行動する保守と言われる連中は、台湾と日本の関係を大日本帝国の植民地の延長線上にあるとするにもかかわらず、少なくとも表面的に台湾を独立国とすることから、多くの台湾人がそうした極右を台湾人の仲間だと信じ込んでしまっていると。また特に帝の集団的自衛権の発動可能性に関して台湾が国として認められないならば新武力行使三案件に該当しないから戦争や軍事的緊張を止めたい反戦派にとって台湾は国家ではないと主張する戦略を取るのは合理的ではある。しかし多くの台湾人はこう考えてはいない。台湾は国家ではないと発言した反戦派左翼は、悪党であり台湾は国家であるといった極右こそが台湾人の良き理解者や仲間であるという認識を持ってしまうと。だからここですよね、ポイントは。確かにその台湾有事に関して即座に武力行使するのが違憲であるというのは正しいです。小西博之さんとかも解説してますけどね。なんだけどそもそも台湾人の人たちは日本の集団的自衛権に関するその安倍さんの問題とか知らないんだから、いきなりそういうことをベタに言ってしまったらですね、やっぱり何もする気ないんだって我々を見捨てる気なのかっていうふうに思ってしまうっていうのは当然のことですよね。だからこれ方はですね、すごく丁寧にこうやって噛み砕いて説明してくださっているんですけど、本来なら当事者の方に説明させることではないと思います。はい。普通に隣の国に武力行使しちゃダメなんですよ。それは本当にダメです。日本の憲法上ダメなので、それは最後説明しますけど。で、この方ですね、反戦左翼 VTuber が変更コラボ実況プレイというのを土曜日に配信したんですけど、紹介してくださってます。ありがとうございます。本当に。はい。なので私もこのコメントに気づきました。
で、ずっと反戦平和を歌ってるジャーナリストの布施友人さんですが、台湾は中国の内政問題という日本の主張に台湾人の方が残念に思うと書かれており、このような声には耳を傾けるべきだろう。台湾の未来は台湾の人々の意思を無視して決められるべきではない。あくまで平和的に解決されるべきである。中国とのこれまでの合意を遵守することからも大事。でもだからといって武力統一まで黙認するというのは違う。そこを確認した上で日本としてできること、できないことを明確にして臨むべきだということでですね、まあ大体これがやはり模範的な、コメントではないかなと思います。中国の台湾武力統一に反対するイコール米国と一体になって抑止力を強化して直ちに戦うという意味ではないということを、リベラル派、平和派の人はですね、やっぱり理解する必要があると思います。そうですね。やっぱり台湾の人から見たらね、親中派と反中派の対立にしか見えないんですよ。だから、この人たちはやっぱり親中なんだ、親中左翼なんだって、中国の味方してるからね、私たちを悪く言うんだっていうふうに思っちゃうじゃないですか、どうしても。自分たちがアメリカ寄りの政府を抱えていることももちろん認識しているから、そう見えるわけですよね。当然なんですよ。だからそこはやっぱり誤解ですっていうことを説明しなきゃいけないし、やっぱり中国政府をねちゃんと批判しないと本当に反戦平和派なのかっていうところを疑われてしまうと思うので、そこはね日本左派の大問題じゃないかなと思います。首相官邸の意見で日本は二国解決を支援するに徹するべきだと思いますけど、もう少し練るべきだったでしょうか。二国解決まで踏み切れないとは思いますけどね。ただ言いたいことは伝わってるんじゃないですかね。はい。とにかくね、やっぱり台湾の方の言い分をね、あまりに聞かなすぎているので、そこはね、やっぱり、保守派も当然そうですけれども、保守派も当然そうですよ。だから先ほど言ったように、極右派の人たちは極右派の人たちで台湾の人たちを利用してるわけでしょ。だからウイグル・チベット問題と一緒ですよね。なんですけど、でも当事者の方のやっぱり意見っていうのは聞かなきゃいけないと思います。普段台湾や LGBTQ の社会運動を紹介するときは台湾を持ち上げておいて、戦争の話をすると急に台湾は中国の一部と言い出してどうするのか。独裁国家の中国は社会運動や LGBTQ を容認できるわけはないと。実際弾圧してますよね。民主化運動を進んでいる台湾の人々の存在を無視しないでほしいと。日本でLGBTQ の活動家もされているアリエル・クッキー・リュウさんなんですけど、なんかね、中国はだからこういうなんかプロパガンダも流し始めてるらしくて本当に良くないと思うんですけど、これはなんかよくわからないアカウントのが流しているんですが、なんか台湾の歌手の人が高市早苗さんに対して批判的な曲を歌ったという動画なんですけど、この話してる人は政治家の方はですね、台湾独立派政党で与党民進党の国会議員なんそうです。はい。私の顔知らなかったんで、どういう動画なんだろうって思って、フェイク動画なのかなというぐらいの感想しかなかったんですけど、歌手でもないし、高市さんをいじることもしてないし、そもそも民進党の政治家に対してこういうことをしてるので、これは明らかに悪意ある手話ですよね。だから、民進党の人たちをできるだけ貶めるために、そういうやっぱり電子工作みたいなことをもう始めてるんじゃないかなというふうに疑われますので、特にね、SNS 使ってる人は本当に気をつけないといけないんじゃないかなと思います。はい。で、中国人の多くが日本が直接台湾を軍事支援していると誤解しており、誤解を解くべきというのはその通りだが、政府中枢は分かっていてやっていると。で、この方のご指摘としては、この人保守派なんですけど、中国の人たちも中国の人たちで誤解があると。日本が直接台湾を軍事支援をすると、自衛隊を出して中国をやっつけるぞみたいなことを高市は言ったんだと、高市の言い方が悪いので、誤解するのはしょうがないんだけど、でも誤解されるような情報を中国当局はわざと流していると。で、問題を何かし日本をより悪く見せる方には、誤解を広げる方が便利である。なので中国の誤解を解くことは現実はかなり難しく、政策担当者たちは確信犯だし、一般民衆に語りかけるツールは限られている。直にある人々に細々説明するぐらいしかないだろうということで、やはり中国民衆の方々にね、やっぱりその高市早苗さんの存在自体が私は悪いと言っているのは、やっぱりああいう首相をね支持していることがですね、非常に悪いイメージになって伝わってると思うし、おそらく今更発言を撤回したところで、もう高市さんがそういう人間だということ知れ渡っちゃってるんで、どうしようもないと思うんですよね。
だからまあデモとかしてるのはね、まあ向こうもそれはそれで利用するのかもしれないですけれども、だからといってね、やっぱり日本政府のその、なんていうかね、極右化というかは事実なので、その部分で誤解されるのはもうどうしようもないんじゃないかなという気がします。佐藤敦子さん、コンカラスです。来ていただいてありがとう佐藤あさとさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ごめんなさい、もう間違っちゃった。中市さん、あの発言には何のメリットもないという、まあ中国を怒らせてね、問題をこじらせただけですからね。だから台湾の支援になってるんだったら、私だってもうちょっと違うトーンだったと思いますけど、そうじゃないですからね。彼女にはそういう思いもない。ただカッコつけたかっただけだろう。丸見えですからね。だから要は極右による台湾利用ですよね。はい。そう。香港でもそう、同性婚特例入れようとしたら中国共産党撤回させてあれですからね。やっぱり香港の記憶が強いから、すごくね、台湾の人たちは中国共産党に対して不信感を強く抱いてるし、まあそれは当然だと思います。ホッペイチさん、コンカラスです。X 繋がんないみたいですね。なんかね、調子悪いみたいですね。なんか YouTube もいまいち調子悪かったみたいなんですけど、要は高市が下手を打った結果、停滞していた台湾情勢がさらに悪化してしまったと。状況が悪化しないために市民にできることは何だろうかと。それはね、いろいろ私も考えました。一応最後の方で結論で言います。いやー、ほんとね、やっぱり首相、日本の顔となる人をね、間違えたというのは日本の責任なんで、本当にそこは申し訳ないですね。はい。で、中国でも活動している小菅さんなんですけど、中国の旅行会社が日本旅行を売らなくなったり、中国で日本留学が見合わされたりしているそうですが、淡々と言いますが、そういう事態は常に日本の側で織り込み好きでなきゃいけないことです。私は日中友好派ですが、一党独裁国家と交流するというのはそういうことなんですと。まあ中国のね、やっぱり都合で、このようになってしまうということなんですよね。ただ最後にというか、台湾問題でなぜここまで中国が強硬なのかという話をしたいんですけど、これ2022年の記事なんですけど、中国外務省のオーキーさんというですね、偉い人が、当時のブリンケン国務長官と米ニューヨークで会談し、台湾問題について中国の中の革新的利益の中の革新だと。台湾問題は中国の内政であり、どのような方法で解決するか米国に解消する権利はないと言ってアメリカを牽制したという話なんですけど、革新的利益の中の革新っていう私意味がわからなくて、でも中国のその公式文書とか見るとこれ何回も出てくるんですよね。中国の革新的利益の中の革新が台湾だから譲れないのだと。どういう意味なんですかって思ったんですが、まあこのまたですね、大使館の人たちが言ってるんですけど、台湾独立分裂勢力がいかなる名目いかなる方式であれ台湾を中国から切り離す事実を作り、台湾の中国からの分離をもたらしかねない重大事変が発生し、または平和的統一の可能性が失われた場合、国は非平和的方法及びその他必要な措置を講じ、国家主権と領土保全を守ることができると。反国分裂国家法と、これが悪名高いですね、台湾への武力行使を、規定する胡錦涛の時代に作られた反分裂国家法っていう法律の条文なんですけれども、台湾独立勢力というのは要は中国を分裂させようとする内部分裂勢力であると。確かに内政だから事実上もう独立してるじゃないですか。いやそれを言ったらだから怒るんだけど中国の人は怒るんだけど前提としてね、外部から見たら明らかに独立してるじゃないですか。外部から見たら明らかに独立しているのに、中国の内部であるというふうに、一度言い張ってしまったものだから、70年代からね。ここは絶対に、分裂するということはあってはならないと。それをすると、中国の国家的威信が失われるっていうことなんですね。なので、平和的統一の可能性が完全に失われてしまった場合、中国は領土を奪われないため、領土保全をするため、国家主権と領土保全のために武力行使をせざるを得ないのであるという理屈だってなんですね。だからこれが、革新的利益の中の革新と呼ぶゆえんみたいなんですけど、とびおくんさん、ゴンカラスです。初コメありがとうございます。だから一つの中国政策です。そうなんですね。はい。
だからね、確かにこれは譲れないんですけれども、そう、日本の天皇みたいなものなんですよ。国体を守るためなら利害など気にしないというですね、瞬間が必ずあるんですよ。だから合理的なやっぱり動機によるものじゃないんですよね。そこがやっぱ恐ろしいところなんですけど、いやでも高市早苗さんを辞めさせられないのはですね、もともと中国を敵視してた人ですから、やっぱりそこはね、辞めさせないと、日本の市民社会というか民主主義がないというふうに言われてもしょうがないし、中国とね、大差ないのではないかというところはありますよね。アマトマさん、ここからです。国家の威信とか国体とか帝国主義は嫌ねということで。まあ、これはね、天皇主義と比較してもいいですけど、明らかにプーチニズムと似てますよね。プーチンの親ウクライナ論考が露呈する帝国主義的野望ということで、これ昔書かれた文章なんですけど、まあ、ウクライナ侵攻以前に書かれたものでして、興味ある人は読んでいただきたいんですけど、ウクライナの人に対してね、プーチンがなんであんな行為を仕掛けたかというと、まあ、明らかに合理性のある行動じゃないじゃないですか、侵略行為というのも。で、ロシア人とウクライナ人は歴史的に統一されてるっていうふうに考えてたみたいなんですよ。で、一つの民族である。まあ、それは確かに同じスラブ系だから、まあ、100歩譲って、まあ、なくはないと思うんですけど、ウクライナの国境は、要は正当なものではないと。これは、歴史的にロシアの領土であったのだから、ロシアの革新中の革新利益である、まあ、キーウ、向こうの言い方で言うとキエフですよねはウクライナという謎の国家とを戦勝する何者かに奪われてしまったのだっていうような論説をもう2021年に発表してるんですね。でこれはやばいんじゃないかって、プーチンは本当にそのウクライナを破壊する気なんじゃないかということは一部から当時の有識者の人たちの間では言われてたみたいなんですけど、いやさすがにそこまでしないでしょっていう楽観的な見方が、大勢を占めてたんですけど、まあ結果はご存知の通りですね。だから国家中枢とか、まあ習近平とかそういう人がねこういう考えに取りつかれると本当何するか分かんないんですよ。で合理的に動くわけじゃないので、はい、だからといって武力行使しろと言ってるわけじゃないですからね。そこは誤解しないでいただきたいんですけど、まあ、そこがやっぱり権威主義の怖さだと思います。この方ちょっと最後に引用したいんですが、高市首相の不用意な発言は擁護しがたい。しかし、武力行使は中国にとって不利益なので台湾有事はありえないとする一見合理的な主張については釘を刺しておきたい。これは独裁国家や個人崇拝の非合理的な性質は十分理解されていないことが原因であると。ロシアのウクライナ侵攻も一切の合理性はなかった。ここまでの大苦戦は想定外だったとしても、経済的ダメージは当初より自明だったにもかかわらず侵攻に踏み切った。停戦の機運もことごとく潰してきた。だから政治的経済的合理性はないのだ。独裁者の胸先寸前、メンタリティ、現実認識能力の低下に国家が振り回されていると。合理性喪失はしばしば独裁に伴う副作用として現れる。独裁者自身がブレーキとなり得る存在を対抗馬として認識し排除してしまうのだ。習近平の体制がこの罠に今陥っていないという、影響は全くないと、保証は全くないと。誠に遺憾ながら台湾問題を中台二国間問題としてノータッチを貫くことは日本を含めた欧米自由主義の諸国にはできない。武力侵攻に対して自由主義陣営が連帯できなければ中小国はますます従属か自主防衛するかの選択肢を迫られる。それは核を含めた無秩序な軍拡への入り口ではないのかと。世界が無秩序な軍拡の一歩手前でかろうじて踏みとどまっているのはなんだかんだで連帯してウクライナを支援したからであると。私は祖国で開発独裁的な政権が次第に合理性を失い、権力者個人の世界観に影響したエセ理念に基づく再生一致的な非合理体制に移行する様子を2000年にわたって見てきた。それだけに独裁の病理についてはある程度理解しているつもりである。そこに一貫した合理性を求めるのは希望的な観測に過ぎないと。なんでこの人を引用したかっていうと、モスクワの方なんですね。路傍の石というふうに書いてらっしゃるのがすごく切ない感じなんですけれども、でもこの方のおっしゃる通りだと思います。だから合理で動いてるわけじゃないんですよ。で、実際国体を守るみたいなね、大日本帝国的な理屈で動いてる政体に関しては、何をしてくるか分かんないから、それに対してね、ブレーキかけるっていうのはやっぱりなかなか難しいところがあるんですよね。ネタニヤフは戦争で支持率を上げたいし金稼ぎたいだったけど、独裁者の暴走がそれだけだとは限らないからな。まあネタニヤフみたいなねタイプはねまだ分かりやすいかもしれないですね。欲に突き動かされてるから。はい。
でもね、プーチンさんとね、習近平さんはちょっと違うからね。そうなんですよね。いや、モスクワに住んでたんですけど、おそらく日本に来てるんじゃないです。東京に来たんじゃないですかね。はい。まあちょっとね、詳しいプロフィールは分からなかったですけど、それロシアにいたらそうなるよな、っていう感じですよね。で、台湾政府がね、最後なんですけど、全戸に有事の手引きを配ったそうです。台湾政府は中国軍の侵攻など有事の際に市民が取るべき行動をまとめたハンドブックの、全戸配布を近く開始すると。社会全体の防衛意識を高めるためで、当局者は台湾を攻撃すれば大きな代償を払うことになると中国に改めて警告したと。いうことなんですけど、いや、これもしかして高市のせいじゃないのっていう、ちょっと非常に罪悪感を刺激させるニュースだったんですけど、まあ、こういうのっていつも台湾の方々はやってることだろうから、ウクライナと一緒でね、やってることだろうから、日本のせいということではないかもしれないですけど、でも中国の態度を見て、やっぱり恐怖してる人たちがいると思うんですよね。で、それに関して日本の政府が刺激したという、ことの事実はね、ちゃんと受け止めなきゃいけないんじゃないかなと思います。ツッキーさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。ちょっとそこでごめんなさい。ここ一区切りで終わっちゃったんですけど、ですね、中国の権威主義に関する、批判の話を、ちょっと前回の配信等で言い落としていたところがあったなと思って反省したので、ちょっといろいろと述べさせていただきました。はい、ということでちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。もちろん今すぐね、台湾有事が起きることはないと思いますよ。今すぐ起きることは当然ないですけども、ただね、これやっぱり高市さんを、烈火のごとく攻撃する中国政府を見ては、台湾の人たちはやっぱ恐怖してるだろうと思うので、もちろん中国が台湾に対しては一義的に悪いですけど、でも今回挑発したのは日本の方ですからね。全くだからその直接台湾の方々に関係ないのに勝手に挑発して元支配国のくせにね、中国にフルボッコにされているという状態なので、いや本当申し訳ない気持ちですね。笑顔かわいい、ありがとうございます。高市は自分の発言から台湾の人を危険にさらすかもしれないことに気づいてなさそうですね。いや、ほんと気づいてないんじゃないかと思うんですよね。視界に入ってないでしょ、彼女の。だから、もう、こういうね、その、当事者の人のことよりね、鹿のことが頭に来てる人だから、もうやめてくださいよ、本当にっていうね。民主主義国家のいいところ、唯一いいところはですね、支配者を交代できることなんですよ。政権交代できないって意味ないでしょ、民主主義の。って思うんですけどね。中国に対する台湾の態度にネット上は、ほら、やっぱり台湾も中国とは手を切りたがっているじゃないか、などと申しております。マジでそんなこと言ってんの？終わってますね、奴ら。いや、本当にね、利用してるだけですよね。何のことも考えてない。こういう複雑な事情についてちゃんと勉強してないでしょ？ね。いや、だから、もちろんね、独立したいっていう気持ちはあるでしょうよ。そりゃそうでしょ。実際独立国みたいな扱いに今なっているし、自由民主主義なんだから。ね、それはそうだけども、そう簡単にはいかない現実があるわけでしょ。ね。それは分かっている上で、いろいろ皆さん述べてらっしゃるのであって、本当だったら元日本に苦言呈したい人だっていると思いますよ。だけど、日本に苦言を呈しまくると、やっぱり中国の味方だみたいな味方をされるね、先ほどの、迫水さんも説明されておられましたけども、そういうね、考えがあるから、なかなか容易にはできないっていうところがあるじゃないですか。だからやっぱりね、高市さんにもライス総督気を使っていろいろ言っておられましたけども、だから気使われてるんですよ。で、気使われてるの分かってますかっていうとこですよね。はい。いやー、台湾の方がそう言ってる
見は山ほど流れてくるんですが、でも迫水さんみたいな意見って多分バズらないんですよね。私がリポストしたせいでごめんなさい。本当にいろいろ迷惑かけちゃった気がするんですけど、174リツイートぐらいされたんですけど、なんかもっとね、本当は見られてもいいはずですよね。そんなに台湾の人のコメントが求められてんだったら。でもそうじゃないですよね。都合のいいコメント欲しいだけですよね、本当は。まあ、なんか国民党支持の人のね、リポストをしてた左派の人もいて呆れてしまいましたけども、お前らええ加減にせよってちょっと思ったんですけど、台湾利用はやめましょうね。本当に。いじめられてる人に無責任に殴り返せって言っちゃダメですよ。いや、本当にそうですよね。本当宗主国仕草ですよね。マジで。いや、私も先週はね、ちょっとそこまで意識がちゃんと向いてなかったところあるから反省しているんですけれども、絶対ダメですよ。はい。まず台湾が答えを出せていないし、現地人が決めるという事実を受け入れてから答えてくださいということですね。中国を敵視する方って無意識に日台米の連携とか言いますけど、東南アジア諸国を無視してますよね。まあそれもお約束ですね。マレーシアとインドネシアは多分味方してくれないと思いますけど大丈夫ですかね。はい。ということでですね、何せは高市はあまりに考えなしに干渉してはいけないところに干渉してはいけないタイミングで干渉したという、その通りですね。それがまあ全てだと思います。まあ本当総理の器じゃないんでやめていただきたいと思います。はい。なのでですね、まあただね、ちょっと出口のないような話をしてしまったので、最後に、人民主権と国家の連帯についてお話しして終わりにしたいと思います。米研究機関が台湾有事のシミュレーションを2023年に行いました。日本にとって最悪のシナリオということで、青山学院大学教授キャノングローバル戦略研究所の峰村さんという方が、アメリカのですね戦略国際問題研究所という、まあ、一時小泉進次郎さんもいたということで有名な有力なシンクタンク、もうゴリッゴリの右翼の人たちがシミュレーションした結果がございまして、まあ、結論から言うと、台湾有事を24回起こしてみたらしいんですけれども、シミュレーション上でね、シミュレーションゲーム上で起こしてみた場合、24回中22回、まあ、アメリカと日本と台湾が勝つという結果になったそうです。で、まあこれなんかすごく圧倒的じゃないですか。だからこの結果ってなんかもっとネット右翼の人とか大喜びで取り上げそうだなというイメージあるんですけど、よく読むとですね、私も全然知らなかったので、このシミュレーションってなんでそういうなんか右翼の人たちとか喜んで取り上げてないんだろうなと思ったんですけど、よくよく読むとですね、全然そんな楽観的な話じゃないんですよね。どういうふうに事態が動いた場合勝てるかというと、まず日本がアメリカの在日米軍基地に関してフル稼働させて、米軍が全力で台湾を守ることがまず前提で、アメリカの空母が2隻ほどそれで時点で失われ、まあ、日本のね自衛隊とかも大打撃を受けるんですけど、それでも、全力でですね、日米台で中国人民解放軍と全力で戦った場合、24回中22回は勝てるっていう話なんですよ。で、24回のシミュレーションのうち2回なんで負けてるかっていうと、日本が協力的でなかったことなんですね。はい。だからこれは都合がいいようでいて、本当にその保守派というか中国をやっつけろみたいなこと言ってる人からするとかなり都合の悪い話だと思うんですよね。米軍が全力で協力してくれないと勝てないんですよ、今もはや中国には。で、勝てないので、中国から見れば在日米軍基地を使用できないようにしてさえすれば勝ち確なんで、おそらく中国はそういうふうにまあ万が一のことがあればですけどね、圧力をかけてくるんじゃないかという分析になってます。まあなのでね、まあ、トランプはだってそもそも消極的だし、まあアメリカももうあんまりやりたくないのではないかというような、結論になっているわけですね。はい。だからなんか軍事衝突っていうか軍事で抑圧すればですね、何でも解決するみたいなことを楽観的に言っている人が散見されるんですけど、全然そんなことないですね。普通にもちろん経済とか、日本の自衛隊自身もたくさんの死者が出るし大ダメージを受けるし、その前提で大変な犠牲を払って
それでようやくまあ勝てる。で、アメリカが協力してくれなかったら負けるっていう話ですからね。はい。高市に感謝状を送っていたと。なんかね、台湾の極右政党からちょっと高市さんに感謝状を送ってたみたいですね。だからそういう方々はちょっとこういう楽観的なシナリオにもしかしたらね、期待してるのかもしれないですけど、残念ながら日本が全力で協力しても中国にもはや勝てないんですよ。でアメリカのね、支持指数ももちろん極右翼寄りですけども、非現実的なことは言わない、いわゆるリアリストの人たちなんで、はい。だから、我が国アメリカが全力で協力しなかったら、確実に負けるっていう結果なわけですね。はい。そう。アメリカが賛成しなかったらもうダメなんですよ。中国本土の人に聞いてみると意見は様々なようです。統一を望む声もどっちでもいいという声も、それでも軍事行動は望まないという人は多いそうです。そうなんですよね。だから中国に対しても大変な代償が大きいし、下手すると、第三次世界大戦みたいになる可能性もあるので、すでにそうなっているという意見もありますが、なのでね、やっぱり多大な代償を支払わなきゃいけないので、なんですけれども、ただ、やっぱり勝てる可能性があるっていうふうに思われてしまうと、やりかねないっていうちょっと恐怖感はあるわけですよね。で、私なんかいろいろ論文とか探したんですよね。平和主義的にこの問題をなんとか抑える方法ねえかって思って、大体の人っていうか専門家の人たちは、こう言ってシーシズみたいに軍事力で抑え込めっていうか、中国寄りの人たちは、中国のご機嫌をとってですね、絶対台湾は独立しませんみたいなことを確約しろっていうか、いや、どっちもダメだろっていうふうに思って、かなり探したんですけど、カリフォルニアウエスタン国際法ジャーナルのアメリカ軍の、ウィリアム・ M. ホワイト隊という方が書いた、私が普段まず読まないような感じの、プロフィールの人なんですが、台湾と中国本土の再統一に向けた武力行使の合法性評価というのが、ようやくなんか私の言いたいこと言ってくれてると思ったので紹介します。はい。これ勝手にすいません、和訳しちゃったんですけど、この方、なんかすげえ、だから超高派みたいな感じの論文に見えるじゃないですか。でもそうじゃないんですよね。論文っていうかシンプルな提言的な感じなんですけど、要するに国際法違反だろっていう指摘をしてるんですよ。それかっていうか、中国としては国際法違反ではないという主張なんですよ。第一に台湾に対する主権は中国にあると。で、第二に中国共産党が中国全体の唯一の合法政府であるから、台湾に対する武力行使は国際関係ではなく国内問題であり、国連憲章における、戦争の禁止っていうのには適用されないというふうに、おそらく中国は思ってるし主張できると思うんですね。なんですけれども、この方によると、武力行使を禁止してるっていうのは国家だけではなく事実上の政権にも及ぶように解釈されると。で、第2に、中国共産党が台湾に武力行使を行う必要性が存在しないと。長期間における平和的統治をなぜ破壊する必要があるのかと。で、第3に、台湾の人々には人民自決権が認められており、住民の意思に反して武力によって地位を変更することは国連憲章の趣旨にちゃんと反しているんですよ。当たり前といえば当たり前なんですけど、やっぱりサーの人たちはですね、なんかすごくこういうなんか軍事マニア的な人しかこういうこと書いてないんですけど、やっぱり論理としてはね、ウクライナ・パレスチナと一緒なんですよ。国際法違反なんで絶対やめるべきだっていうことをもっと訴えた方がいいんじゃないかなと思います。はい。そう、国際法違反であればね、世界からの経済制裁が可能だし、中国もね、多分国際法に関しては、なんだかんだ言ってかなり気にしてると思われるので、プーチンみたいな真似はやっぱりできないんじゃないかと思うんですよね、いろいろな意味で。国際的なそういうビジネスとかにおける信頼も著しく損ねることになるから、
で、まあ事実上の政権であるから、まず、自国領じゃない、自国領だというふうに主張したとしても、そこに安定した事実上の政権が存在し、長期間にわたって平和的に統治している場合、南オセチアとグルジアっていう国がね、以前紛争したことがあったんですけども、そういった時にも、事実上の政権が一定の国際法上の保護を受けるべきだというふうに解釈で終わったそうなんですね。なので、私それ全然知らなかったので、あ、そっか、それ、でも考えてみりゃそりゃそうだよなと思って。だってね、ずっと50年以上続いてる政権があるわけですから、そりゃね、正当性がある程度確保されるでしょと。国連上ね、国家としては認められてないとしても、事実上の政府があるというふうに認められるということで、やっぱりパレスチナにも同じことが言えるわけですよね。で、これもパレスチナと同じことを言ってるんですけど、人民自決権というものがあると。台湾住民に対する武力行使が国連憲章の趣旨に反すると主張することは可能であると。国連憲章第1条2項は、諸国民の平等権及び自決権の原則にも尊重する、友好関係の発展を国連の目的として掲げている。また、1960年代以降の非植民地化の過程で採択された総会決議が、植民地支配下の人民が自らの政府的地位を自由に決定する権利を強く支持してきた。1966年の国連総会決議2160号が外国による支配下における人民の自決権自由独立を奪ういかなる直接間接の強制行為も国際憲章違反であるというふうに断じている。1970年の友好関係原則宣言もまた、国家が人民の自決権及び自由独立の権利を奪ういかなる強制的行為も慎む義務を有すると定めている。これらの文書は本来植民地解放の文脈で採択されたが、後には南アフリカやパレスチナにも適用されているということでですね。まあ私もやっぱりあんまり無知だったというか、パレスチナについていろいろ学んだつもりでもね、やっぱりよく分かってなかったなというか、フランチェスカ・アルバネーゼさんってね、国際法学者の方が今パレスチナ擁護してくれてるんですけど、彼女だったらすぐ気づいただろうなと思ったんですけど、やっぱりね、まあ当然といえば当然なんですけど、国連ってその友好的な関係にある国家を守るための原則っていうものが存在しているので、武力行為の禁止、威嚇の禁止、国際紛争の平和的解決、国内問題の不干渉、国内問題に関しては確かに不干渉原則があるんですけれども、相互協力義務もあり、人民の自決権、主権平等、国際義務の誠実履行の7つの原則があると。だから台湾が国内問題だとすれば確かに国内問題不干渉になるんだけど、国内問題ではないので事実上おそらくここが消えたら他の条約全てに引っかかってるんですね。はい。なのでですね、まあやはり日本には台湾を助ける道徳的国連法理上の義務が存在するということになるかと思います。そう、でも日本だけでは無理ですよね。そう、最初の方にも言いましたけど、今は本当国連試されていると思いますよ。だからイスラエルのね、あまりにこういうイスラエルとかドイツとかのこういう身勝手極まりない行動を、今ね、国連が強く非難してくれてはいるわけですけれども、残念ながら実質的な制裁が伴ってない。なんですけど、実質的な制裁が伴うような、ことをですね、やっていけば、確かに中国常任理事国ですから大変ね強い立場なので、今の国連のシステムだと難しいと思うんですけど、国連のシステムがね改革されていけば、もしかしたら非難できるようになるかもしれないですよね。そう、イギリスも分かれそうだったけど、武力弾圧なんてしたらそう、国際法違反なんですよ。はい。それはね、なんか当たり前のことなんだけど、なんか今ね、本当ね、国際原則みたいなのが完全に忘れ去られている風潮の中で、私もなんか頭から抜けていたというか、いや、台湾だってそうだよなっていうところにね、なかなかね、やっぱりパレスチナと、似ているっていう頭はあったにせよ、やっぱりここまでね、具体的に思い至れなかったので、非常に勉強になりました。はい。で、日本弁護士会の方がですね、先ほどの1966年の国際連合の総会において採択した文章を掲載してるんですけど、すべての民族は自決権を有する。それらの民族はこの権利に基づき、その政治的地位を自由に決定し、その経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求するものとすると。民族は国際的な経済協力から生じる義務に反しない範囲において、数互恵の原則及び国際法に基づいて、その自然の富及び自然を自らの目的のために自由に処分することができ、いかなる場合でも民族からそれ自身の生存の手段を奪ってはいけないと。
、まあ中国が企んでるというか、まあ考えてるのは、いきなりやっぱり武力行使するのはやばいから、シーレーンを封鎖してですね、台湾を干上がらせようとか、兵糧攻めにしようみたいな、いろいろシミュレーションも行われてるみたいなんですけど、そういったものもやはり国際法違反ですよね、これに考えたら。だって台湾に住んでるですね、まさかいかにもともと源流が漢民族だからといって台湾地方に住んでる人が台湾地方に住んでないとまでは言えないとさすがの中国を思うので、彼らのね台湾に住んでる人には台湾に住んでる人の権利があるわけじゃないですか。だからそれを自らのですねその主権を無視して侵略的にですね奪い取ったら国際法違反ですよね。はい。建物を建前とする遵守する姿勢を改めて大切にしたいですね。いや、ほんとそうですね。はい。だから、いかに国際法とかね、こういう規律っていう原則っていうのが大事かっていうことですよね。はい。そう、イスラエルと同じやり方になっちゃうのでね。はい。まあ、それはね、できないだろうと信じたいところです。はい。で、最後に、まあ、日本国憲法なんですけど、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、諸国民との共和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こるようにないことをすることを決意し、ここに主権が国民に依存することを宣言し、この憲法を確定すると。で、いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはいけないのであって、政治道徳の法則は不正的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の義務であると信ずると。日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うと。まあ理想主義的すぎるとかね言われる日本国憲法の全文ですけど、軍事的な行動をしたら確かに9条違反なんですよ。だから私だってね、できれば軍事行動してほしくないし、反対です。基本的には反対ですけど、日本国憲法全文の精神を守るためだったら、他の憲法条文とバッティングした場合、それが直ちに憲法違反となるかどうかは議論の余地があるんじゃないかと思います。はい。だって明らかに専制と隷従でしょ。専制隷従圧迫辺境を地上から永久に除去しようと努めている国際社会の中で名誉ある地位を占めなきゃいけないんですから、この原則を守る限りにおいてだからですね隣の国で大紛争が起きているのに日本が何もしないで指くわえて見てるということは態度として絶対ありえないと私は思います。はい。だし、そのためにね、訴えなきゃいけないことって山ほどあるわけですよね。だってこういう原則だって、全然ね、今の政府は守る気も打ち出す気もないし、ですね、平和に対する呼びかけも不十分だし、まあそもそもね、先ほどのデモでも150人ぐらいしか集まってなかったし、まあデモに集まった方自体をね、侮辱する意図はもちろんないですけれども、プロパガンダに利用されちゃったりね、いろいろあるわけですし、だから何でもかんでもなんか軍事的なオプションで解決しようみたいな、憲法を無視したですね、憲法精神を無視した議論が、なんかかまびしいですけれども、そうではなく、まあ、憲法の原則とか国際法の原則に立ち返った対応が左派には必要とされるんじゃないかなというふうに思います。はい。以上です。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。飢餓作戦みたいなのも当然にダメです。いや、もちろんその通りです。はい。だから国際法上ね、明らかに違反している行為をやっている、まあ、イスラエルのような国に対してはね、直ちに制裁を行わなきゃいけないんですよ。でもアメリカが原則を守んないから、こうなってるのであって、もう本当にやめてくれよっていう感じですよね。そう。何事も歴史をちゃんと抑えて原理原則に絶えず立ち直るということを忘れないようにしたいですよね。そうなんですよね。だから改めてやっぱりね、国際法理の原則とかの大切さを感じますよね。建前より本音論は差別は人間の本能論。ちなみに差別は人間の本能って言ってた人最近使われましたよ。立花隆って言うんですけど。ねえ、結局そういうこと言ってたらね、ああいう人間になっちゃいますよね。どっちが正しいと思いますかねって聞きたいですね。
憲法は全能性を前提としているので完璧ではない。まあそこは私もね、もんやりするところではあるんですよ。第一書天皇って書いてあるからね。これね。だから日本国憲法を何でもかんでも商用するのは、まあ前田明さんっていう憲法学者の方も言ってたんですけど、それはおかしいよって、あなた天皇制のこと何も考えてないでしょって指摘された時ちょっとハッとしましたけどね。はい。まあ天皇制は良くないんだけどね。まあでも日本国憲法の規範っていうのがあるんだったら、反天皇じゃない右翼の人たちだったら少しは守ってもいいんじゃないですか、こういうのをって思いますけどね。はい。そう、反戦と意図はね、やっぱり素晴らしいですからね。そう。憲法に全文に込められた精神を全うしない以上、世界の真ん中で咲き起こるのは未来永劫無理です。はい。ということで、高市さんやめてください。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対、人権症状、社会正義、福祉ということでですね、風花さんいつもありがとうございます。反省左翼 VTuber が変更コラボ実況しておりますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。はい。台湾のですね、戒厳令時代の暗い時代をホラーで表現した、すげえ面白い作品です。途中までしかまだやってないけど、はい。少なくとも今の内部に憲法より良いものを作れるとは思えませんからね。まあ自民党のね、憲法のね、醜さって言ったらちょっとひどいけど、いやでも本当に文章が見にくくてちょっと読んでられなかったですね。いや、作文かよ、みたいな。もうちょっと格調高い文章にしてよって。呆れた記憶がありますね。はい。まあ参政党憲法も相当ひどかったけど。立花容疑者という響きにたどり着くまで本当に長かったですね。2年ぐらい避難してましたからね。はいを捕まれと。今日の疲れ様さんは好きです。母の人は台湾のことスルーしがちな人が多い。そう、都合悪いからってスルーしちゃダメですよ、本当に。確かに、ライさんは、どっちかっていうと、右翼的だし、まあ、ナショナリストだと思いますよ。だけど、高市みたいな差別主義者ではないし、どちらかというと、ハマースとかに近いじゃないですか。ハマースと比べるのもちょっと失礼かもしれないけど、だから民族独立を強く主張してる人なわけですよね。だからやっぱり彼らみたいな人が人気政治家だっていうことはね、台湾が事実としてそういう国家なんですから、ね、国家なんですよ。はい。ちゃんと受け止めなきゃいけないと思いますよ。はい。そう。日本国憲法私も全文が一番好きですね。やっぱかっこいいですよね。なんか文章の格調がやっぱりすごい高い。あんまりなんか格調みたいなこと言うと右翼みたいなあれですけど、私こそ。いや、でも本当ね、この憲法はね、素晴らしいと思いますし、何回も読んでますけど、まあ、その後天皇って書いてあるからちょっとあれなんだけど。ねえ、右翼の人たちも少しは全文の精神守ってくださいよって思いますけどね。はい。いや、草案ね、ほんと自民党のやつもひどかったしね、参政党のやつも誰に書いて作ったのかっていう感じですしね、なんでこうなんだ、この人たちはって、なんかね。まあ、あの人たちの国家観にはついていけません。はい。平和的で譲歩しない対応に努めるべきですね。はい。ということで、両国はエスカレーションをやめて、高市さんはさっさと辞任してください。ということで、ご清聴ありがとうございました。ということでですね、今日もありがとうございました。今週はですね、11月21日にまた、ですね、フリートーク雑談をやろうかなというふうに思っております。そして土曜日は、再びですね、先ほど何回か紹介してますけど、台湾の、舞台にした変更というホラーゲームの続きをやっていこうと思ってますので、よかったらチェックしてみてください。はい、お疲れ様でした。ハイプはスマホで3回しかできないのでよろしくお願いします。ありがとう。ハイプありがとうございます。ありがとうございます。高評価もハイプも嬉しいです。ありがとうございます。ということで皆様よかったらまたチェックしてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。